よし。今回 YouTube はだいぶ早めに枠取ってくれたけど、プレイオフのミラー配信いつから始まるかわかんない問題がある。ちょっと音割れてるか。声がね、これ OBS のさ、赤いラインに入んなきゃいいのかい？黄色のラインだったらいいのかな？黄色のラインをさ、目安に調整するとなんか音が小さいらしくてさ、わかんねえわ。毎度恒例のルーンテラプレイオフシーズントーナメントミラー配信です。で、YouTube や Twitch の方なんかでね、公式の配信 APEC サーバーあるんですけども、そっちだとね、英語で日本語の配信はないので、一応日本語ミラー配信として勝手にやってます。なので公式が日本語のミラー配信を始めたら、この日本語の公式配信 APEC の日本語公式配信を始めたら、このミラー配信はなくなります。いつかなくなるといいですね。で、残りね、プレイオフ誰が進出したかよく分かってないんですけども、毎回思うけど最初にね、トーナメント出してほしいよね。分かんないんだよね。新カードがね、残り20分あるんで、新カード、昨日ってか今日っていうか昨晩、セラフィーンが公開されましたね。いや、セラフィーン来るか。KDA でね、一応、Give It All の方で姿だけは見せていたカイサに加えて、セラフィーンも来て、いよいよあかり以外全員来たんじゃない？アーリもいるし、イブリンいる、カイサいる、セラフィーンいるから、あと、あかりが来たら全員、戻りますね、KDA。あかり、なんかもう、原作の均衡の設定ぶっ壊して KDA あかりとしてきて、オリジンで KDA チャンピオン採用できるってなんないかな。イブリンがごちゃごちゃになんな。イブリンのオリジンがぶっ壊れるな。坂梨さん、こんにちは。こんにちはですね。お昼からの配信です。お昼ご飯はもう食べました。その方から見ようかい。バルスだね。最初になんか、バルス系のパーツがすごいやってきて、まあ、武具強化ですよね。この、ゲーム中に、武具を装備させたら、どうこうするっていうスペルがたくさん追加されたんですよね。カルティストで。で、先に言ってしまうと、バルスが、オリジンで、読み込みが、ルーンテラ AR が、ダメか。デッキ構築の際、カルティストのカードどれも採用でき、さらにカルティストのケインはユニットでしたが、スペルを3枚以上プレイしたときに、バルスを1枚引くっていう、ケインのスペル版の効果ですね。コメント反映されてるわ。大丈夫だ。コメントを反映させる配信が久々なもんだよね。まだちょっと大きいか。今回でいいか。これ、アーグロに強そう。ブルーの強心者。待って、ルーンテラ AR がカード読み込んでくんなくなっちゃった。フルアート見たいのに。
武を装備中の味方がってのが結構クセモンだよね。で、どなりの共振者。なんかみんな弓持ってますね。召喚時またはこのゲーム中に1体以上の味方に武具を装備させている場合、ジェムを手札に1枚生成。だから召喚条件達成していれば召喚時に、召喚した後に条件達成していなければ武具を装備させたらジェムを生成してくれるっていうカードですね。こいつ強そうだよね。アイスベルの強振者。武具を装備中の味方はオーバーパワーを持つ。グレートハンマーいらなくなっちゃったね。山田山太郎さん、こんにちは。ミラー配信ですよ。公式が日本語で枠を取ったらなくなるミラー配信ですよ。ルーンテラのね、情報の出し方面白いなって思ったのはね、この終わりなき大波ってカード。待って、なんかすごい気持ち悪いな。更新したらいけるかい？更新したらページ自体読み込まなくなってしまった。嘘だろ。ルーンテラ AR 落ちた。本当に？ダメか。新着カード開けなくなっちゃった。いいか、言いたいことだけ言うか。大波で出てきたやつ、これなんだこいつ、モルデカイザーかって思ったら、やつね、貧弱だから、なんか今、みんな見てるのかな？みんな見てんのかもしんないわ。モルデカイザー食うのかなって思ったら、ちゃんとビルジュウォーターのダーキンがそういう見た目だったりとか、あと、ゾーンの警備兵だっけ？ゾーンの警備兵の後ろにセラフィーン、なんかファンクラブのリーダー、会長だっけがいたりとか、なんか、ちょこちょこなんかね、の日付をずらしつつも、なんか後々のカード予想できるなんかフルアットをよく見ると、後々のカードを予測できるようなね、そういうちょっと面白い仕掛けがね、フルアートにあってね、面白いなって思って、それを踏まえて見ていこうと思ったんだけど、もうなんかフルアートを開けない、フルアートっていうかカード詳細を開けない時点で、更新するべきじゃなかったな。これ AR は生きてる？わからん。メタは？メタもダメだわ。AR が死にました。残念ですね。アーゴットね。なんか、ビルジュウォーターの新しいターキン、カニゴット感あるよね。アーゴット来るとしてもやっぱゾーンかな。ノクサスかピルトオーバーゾーンのどっちかだよね。多分ゾーンだよね。ガレンに処されたっていう逸話もあるから、出回し屋もワンチャンではあるけど、ああんまり見せちゃいけない、見せない方がいい画面多分見せたわ。どういうこと？ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。大丈夫か。IP アドレスとかは別に出るわけじゃないか。じゃあ大丈夫だな。IP アドレスとかあるかなって思ったけど大丈夫でした。ルンテラ AR のサーバーが落ちたよって言われてますね。そうですか。
新カード見て回ろうと思ったのにな、この時間。新カードを見ようと思って、新カードを見るタイミングも欲しいな。だけど意外と試合と試合のインターバル短くて、この前見れなかったから、ちょっと早めに配信してみようかなって思ったらこれですよ。いやー、ままならないですね。環境ね、自分、結果的になんか、環境何が強いかわかんないな。波 TF が強いみたいなことは聞いた。いや、メタ何が出てくるかな。みんな何のデッキでチェックインしてるかな。今回チャンピオン3体らしいからもう一人ルーンテラチャンピオン来て、デマーシアとターゴンチャンピオンは次。はあはあはあ。デマーシア、サイラスとか来てほしいですよね。まあ、何が来るんだろうね。まあ、バルス来て、セラフィーン来て、多分ね、もう次のチャンピオンのヒントがもしかしたら、ある可能性すらあるんだよね。今、公開されているカードの中に。まあ、ない可能性もあるけど。今晩、今晩の発表で、セラフィーンの付随カード、またフロー系が来るか、新チャンピオンの付随カードが来るか。後者な気はしますけどね。ピルトオーバーゾーンの方にもフローが来て、まあ、フローセラフィーンっていう軸はできてて、ねえ。フローってスペルとスキルでも良くて、スキルでもいいから、なんかジンとかアニーあたりも絡めれそうな気がするんですけど、ジンってさ、あれ結果的にスキル絡めてもやることってジンとしては敵のネクサスに1点ペチペチ飛ばすだけで、どう考えてもアグロ系なんで、盤面より取ってほしいよね。エイトドックスがいたか。そうかそうか。エイトドックスも名前も出てるし、エイトドックス出てくる可能性高いですね。エイトロなんだろうね。エイトロはカルティストじゃなくて、あいつはもうダーキンでオリジン作っちゃうのかな。ね、ブグが、なんかあちこちに散ってるから。で、ブグ使いはジャックスだし、なんかダーキンの、ダーキンのブグでオリジン作ったら、それはそれで弱いか。でも今回また結構一段と増えたし、やっていけそうな気はするな。よし。新カード見えなくなって、AR 落ちて新カード見えなくなっちゃったから、話すことなくなっちゃった。もうそれをずっと話そうと思ってたのに。話すことないからもう、ね、別のこと話し出すけど、3連休の時ってさ、ジャンプって土曜じゃなかったっけ？ 3 連休のジャンプって金曜になったの？いつ頃から？俺昨日ジャンプかなと思ってみたらなくて、火曜発売ですって言われて、あ、そうってなったわ。まあ、買いに行ったわけじゃなくて、ジャンププラスのアプリの通知だからさ、
別にあれなんですけど。今ね、僕のヒーローアカデミアがアニメ土曜5時半からやっててさ、それと合わせて原作も結構無料公開しててさ、今読んでるんですけど、原作とアニメと無料公開分で見るとなんか意外とね、この原作じゃねえわ、その無料公開分見返してて、あ、こここうなんだって思うことが結構あって、仮免試験の時にさ、出てきた、私立高校の方だっけ、違うか、どっちか忘れたけど、イレーザーヘッドと、なんか同じ同級生だった人を笑わせるヒーロー、名前忘れた、爆笑、個性爆笑の子がさ、アニメでさ、ヴィラン連合のとこに勝ち込みに行くときに、雷くんとかと一緒にいたりして、ああ、このヒーロー、あの時のヒーローじゃんっていうね、後から見返して、あ、実はこれじゃんっていう気づきがあるのってなんか見てて楽しいよねっていう。この遅効性で、なんかワールドトリガーとかもそうなんですけど、遅効性でね、後から読み返してまた別の楽しみを見つけることができるってのは、なかなか面白いですよね。こういう事件があって、このキャラクターはこういうリアクション、このキャラクターはこういうリアクションをしてたんですけど、実はこのキャラにはこういう過去にバックグラウンドがあったからこういう反応をしてたんですよみたいな、そういうやつをそれとなく仕込めるっていう、もしくはギャグで流すか。呪術廻戦の虎杖裕二の存在しない記憶の天丼ですね。あれ、あれ、あれね、本誌ですごい盛り上がったもんな。まだ渋谷事変が次アニメ化すんだっけ？渋谷事変の直前までアニメ化したんだっけ？違うな。いいアニメ化するとしたらあれか。五条先生の過去編か。ジャンプの話をして、まだ2分ある。あんまり話しすぎるとネタバレになるからな。ルーンテラ AR が落ちたら他にどこで新カード見れるんだ？ Twitter 見るしかないんか。このタイミングで AR 君落ちちゃうと、ちょっと厳しいな。あ、Twitter で面白そうなゲームが流れてきた。何これ？中世を開拓すんだってさ。
いいねだけしとこう。もうすぐだ。なんか。いや、まあ始まるけど、やっぱね、トーナメント表出してほしい。一旦選手全員見せてほしい。見せてくんないんだよな。ひなたかさん、こんにちは。こねこさん、こんにちは。どうも。毎回、なんか、A が、ちょっともうちょい BGM でかくしていいか。さすがに。A が始まる時の演出みたいだよね。なんでフレイオードなの？なんでフレイオードなの？寒そう。Yo, I mean, another seasonal once again, and we're so close to the ムーンボーイさんのさ、頭のテカテカはこれ毎回何なのこれ。クロマキーを失敗している？こういうデザイン。プレイオードを選ぶか。寒そう。雪国から中継してます？お腹空かせてます？左遷サラリーマン、雪国に左遷されたか。これが試される大地か。初雪ってもう観測されたんですかね。まだか。どうも。そうです。もみじさんですね。不安になってきた。やっぱそうだ。今更だけど、もみじってこれでもみじって読むんだね。紅の葉って書いてもみじ。紅にも感ないしさ、葉っぱの葉に時間ないよね。みってどっち？もみじ？もみじ？もみじ、読み方、由来、検索。もみじはもともともみちと呼ばれていた。秋に草木が赤や黄色に変わることをもみつやもみずと言い、その連用形で名詞化したのがもみちである。平安時代に入り、もみちはもみじと濁音化され、もみじへと変化した。そうです。僕今ちょっと名前呼ぶのを一瞬悩んだのは、紅葉と悩んだんですけど、いやこれもみじだよなと思って、改めて読もうと思うと不思議な字ですよね、もみじって。So imagine that you have that kind of deck that has the highest win rate, it most likely will get banned, right? And the second one with the highest win rate and the もみじとカエルの違いは？由来は？わあ、ネットサーフィンが止まらん。Man, have you played Action Leeson, man? It's like I was playing it like I'm kind of cheating. I feel like I'm the LoR ladder with that kind of deck, and I mean, it shouldn't be legal to play that こ kind の of ブツブツ言ってんのね、なんか YouTube 版ちょっと見たら YouTube 版でもブツブツ言うっぽくてね、なんか元々の配信元の環境切な気もするんですよね。
the patch as Yeah. well, as I said previously. So, there's lots of variation when coming into Swain. There's like Swain TF, where it's all about, hard hitting damages and just taking advantage of Swain ability. Or alternatively, some 紅の葉で might も want みじと Nora. 読む So, 呼ぶ taking the value なん か of the portal 方はあんまり as 解 well. 説されてなかっ So たな。 I believe, Swain will be something that I am looking out for. I mean, everyone knows Moonboy. Moonboy is not a fan of Lee Sin. And but Yeah. but I'm a big fan of how Swain actually works out, and with this control kind of style よいしょ。 where you're constantly destroying units, and with Swain on board, there's so much value, あ especially あ、 with スウェイン the 強くなった overwhelm な、そういえば。 Overwhelmed. onto Swain. Yeah. Mhm. Yeah, I mean, you can say that Swain is kind of スウェインデフォルトでオーバーパワー持っちゃ the ったから the さ、 flip. You 後 get 半 overwhelm and for ね、盤面一回ネクサスストライク通ったら壊滅するんだよね、盤面が。 just to have overwhelm. It's like plus 3 and then スウェイン overwhelm. 強くなったね。TF スウェイン出てくるかな。でも TF スウェイン出したら波 TF 出せないのか。 Just to make sure that there's going to be the skill activating this dealing damage to the whole board and of course in the Nexus as well. So that's で going も to スウェイ be ンは出てきそうな気がする one な of。the decks to watch out for. Now, in terms of our previous champions, man, I'm looking at our previous champions. Which one are you looking out for, especially with the previous champions that are already included in the playoffs right now? Wait, what do you mean by お、 previous champion? ルーンテの大会初めて見ます。Yeah, ガンプレットあんまり言わないからデッキ選択が一番難しそうに感じます。いや、もう何を持ち込むかっていうとこまで楽しめますよね。もう見る方としても。会場入れのスウェイン対策どうするんでしょうね。アタック4ですから、アタック4のね。 fast deck or aggro deck, right? This guy, he's playing really aggressive 船も2点飛ばしてきて鬱陶しいし、基本的にスウェインは進化を期すんだろうし、凍結、スタン、リコール。リコール4コストって考えると、スウェイン、もしくはスウェインの船が5コス、7コスなんで、一応リコールで十分対応してもいい部類でもありますし。Yeah, and then, from what we have seen in the list as well, there are a lot of new names. Not so much, but we're seeing some of the new names right here. So we might be seeing them as well facing off. そもそも自分あんまりオーバーパワーついたスウェインの強い使い方は分かんないんですよね。雑に使って強いとは思うけど。 for new players to come in, and with those new players, we get to see some 例えばその different styles as well. 滅びの生産人みたいなフリーアタックのカードも入れるのかとか、そこら辺わかんないんだよな。ハロウドスウェイン、グエンスウェインとかかな。But of course, we have to discuss, man. Since you said a while ago that there was a Nora in the Swain deck that you have seen before, what was the jankiest, 僕全く環境わかんないんですけど、なんでミラー配信してんの？僕全く環境わかんないんですけど、ヘイトスパイク2個釣りになっただけでナサスレってなんか消えましたよね。ナサスレってもうあれダメになったんですか？ big creatures that is possible that Nora could bring. And speaking of janky, ナサスレ、やっぱヘイトスパイク1コスが強かったんか。 I mean, everyone has been hyping Yasuo. Maybe that might be a possibility coming in as well. And Nora used to lose his lost his old partner Heimendinger, and Heimendinger might go back to Jace, and that might be a favorite deck coming forward for today as well. Yeah, man, Katarina Yasuo really has. ムーンボーイさんのさ、光源の位置左すぎない？西日？ 窓を開けて太陽光を取り入れてる。あ、ウォークペディさんですね。センスウェインっていうカラスさえ修正してくれたら
カラスなんかずっと許されてますよね。ああ、フィオラパンティオン。フィオラパンティオンもなんか一躍出てきてましたね、確か。カンファがなんかね、一点級になってて面白かった。アクシャンリーシン、フィオラパンティオン。まあまあ。あ、違うな。シャドウワイルじゃない。ジェイスハイマーだけど、自分の中のジェイスハイマー、シャドウワイルのイメージだったから違うな。シンガポール、ポークベリー選手。just because of the control aspect that he have and the amount of value coming in from Heimerdinger later on into the late game, that is where they can capitalize on this particular meta. So, you know, coming into this really strong Pokeberry, this guy is no stranger to us, you know, one of the top players. Pokeberry なの？ポークベリーじゃないの？ to represent and, you know, it's down to see what his opponent is all about against him. フィオラパンティオン勝率1位。へえ。確かに多かったわ。There's a lot of support with the fated and the attachment of the equipment as well, you know, getting those one-cost fated units up and about just by targeting them and attaching a weapon as well. So that's going to be one chance. 選手紹介片方しかしてねえ。Looking at it, we don't know what the other player that Pokeberry is going to be facing, or what Tora is going to be. ホラー選手か。名前だけはなんか。おい、片方のデッキしか紹介してないぞ。これなんだ？フィルトーバーターゴンの、なんだこれ、アグロか。フィルトーバーターゴンの、何アグロだこれ。イルーシブアグロか。サラダマキマキさん、こんにちは。知的生命体代表さん、こんにちは。知的生命体代表来た。多分これイルシブビートっぽいっすね。チャンピオンなんだろう。ゾーイかな。はい。ターンして、処理はさせないよと。いや、連携攻撃偉いね。で、しかも、おー、いいですね。フォーミダブル相手にこれはかなり強い。フィオラも引いたが、できれば連携攻撃はフィオラで稼ぎたいよな。そうね、連携攻撃構えだけ構えて敵のこのターン打点を考えて、まあ、じゃあこのターンはじゃあ 7点だねと。7点であれば食らうよと。そうですね、2-1はネクサスストライクスとデッキに戻っちゃうので、1コス2-1すごいデッキ圧縮というかドローソースとして優秀ですよね。アタックトークンこそ必要ですけど、連携攻撃あります。はい。これゴールデンイージスか。それでフィオラにイージスつけて、だがまだリーサルではない。ああ、ゾーイユーミなのね。あと3点。Wow, I mean, this is a great counterplay coming in from Pokeberry, right? Limiting his elusive unit as much as possible, and this way there's nothing much that Tora is left. まあ、イージスも強いですね。いや、これ、連携攻撃だけだと厳しいぞ。で、なんなら連携攻撃は、
バスティオンでかわせるので、 Tora could keep this going, put down the daring Poro onto the ground as well, onto the bot as well. There's one more flight moving forward. Pokeberry might be the one on the back これさ in this matchup. 並べ As, て a little bit of update as well. Tora is playing the Yumi and Zoe, so it seems Zoe, like it's yeah. all about buffing this おー this elusive unit. ダーキの自鉄鋼 Yeah, and this is going to be something to just keep on pushing in the damage. I think, これトラ選手勝ったんじゃないか。連携攻撃バスティオンでかわして6点の打点を稼いで、で最後超エキサイティングで9点ちゃんと稼げますね。 But on the side of Pokeberry, he still has some answers with the concerted strike right there to just remove at least one and possibly survive on to the next round to get things going back into his favor. So let's see if there's going to be daring Poro. But 自鉄鋼装備 it's going to be the lodestone. Okay, that's going to be +6 instead of 自鉄 summoning the 鋼 two daring はリ Poros. コールする And と that's きに going to be 手札に返ってくるよな。 exactly lethal if those はい elusives are not going to be contested by anything on the side of Pokeberry. Yep, I actually love how Tora approached this. でこれで7点ですね。 move, right? Not expanding the Bastion. And allowing a counterplay for a concerted strike or a single combat later イージス強いけど、イージス使うためには盤面にね、イージスを選択するユニットを使いないといけなくて、ちゃんと盤面があること前提。なので、イージス、だからってイージス強いからイージス3枚積むぞって言っても、構築によってはイージスがばっかり手札に来て事故っちゃうんで、割とイージスの強さはね、構築とかプレイングのうまさによって成立しているところあると思いますね。なるほど。連携攻撃打ちますが、ここでバスティオンが入ってきて、トラ選手の勝ちですね。すごい手札をしっかり使い切って20点削り切った。素晴らしい。いや、素晴らしいアグロ。イルーシブアグロの最適解みたいな動きしてた。チャレンジャー、イージスを含めたチャレンジャーでしっかり盤面を所持されていながら、しっかり削り切りましたね。Yeah, I mean it's all about speed, and Tora literally took it, took the helm and just. いや、まあキャスターの方々の話も聞きたいけど、デッキリストみたいな。なんとデッキ、いいデッキですね。でもまあ、やっぱその低コスイルーシブとユーミの相性やっぱ良くて、低コスイルーシブにはゾーイも含まれるんで、低コスイルーシブユーミのデッキはなかなか可能性あると思いますよ。僕の昨日投稿した折り紙ツリーのデッキもね、あれ結構使ってて楽しかったですから。いいアクション vs シビアクションですね。ブグYep, I mean the Saiyan Disciple, right? It is a new card coming in this new meta as well. Whenever it hits the Nexus, it turns himself into a spell, and that actually allows Lee Sin to add those stacks on as well. So, アクションはデッキパーツとしてすげえ優秀なんですよね。コンバットクック。さあ、ブロック負荷。次回の武器を持ってきましたね。いや、これは強い。これは強い。6点はさすがに無理か。リコールせざるを得ないか。いや、アクションをもう落とすのはやはり辛い。いや、リュウサがあんの強いね。フリーマンはリュウサが強いね。
or even maybe do an open attack. Wow, this is kind of ballsy move for Pokeberry. He wants Tora to answer this, and now でさ he uses the quicksand. 一応ウージュスタイル Man, で追いかけることはできるかな。で警戒もで逃げるって感じですね、これは。いや、窮地の選択でヘルスだけバフをする。でリーシーンをしっかり着地させる。一応ポケベリー選手アイオニアテルストーンからの赤ポがあるんで、ヒールポーションがあるんで、まだヘルスの方には余裕がありますし、ヘルもたくさんあるので、レベルアップ。うわ、強い。これは全体バフかな。全体バフして殴ってイージスかな。違う。突撃兵をもう一体召喚してきた。このラウンドオブ32の表示の手でネクサス表示が見えないから我々は算数をするしかない。はい、バーストでユニットを召喚し、さらにブロックに入る。いや、窮地の選択、だから多分釣り石が入ってるんでしょうけど、釣り石を引くことができないので、窮地の選択のバリューが落ちてしまってますね。これ別にイージスじゃなくてもいいのか。決戦場とかでもいいな。はい、ウージュスタイル。で、アクションのヘルスをバフして、3、4。I think the Absolver is going to be the best use for here, for this reason or for this situation wherein you can try to remove the action, アブゾルバーかな or even just, just deal more damage. And there you go, Absolver going into the left side, one of the Samsung Chargers. Oh, he goes in and deals more damage. And that's going to be lethal. Oh man. リーサルですわ。14点。はい。なるほどね。抜けたところに火力を上げて、ヘルスが低いブロッカーのところにオーバーパワーを付与して、火力をさらに通すと。トラ選手、すごいスマートですね、勝ち方が。慣れてるわ。One with the elusives, one with the, I don't know, it could have been a mirror match right there, but the whole lineup right there, man, it's actually good for Tora for watching out and even saving up the mana for a possible lethal. いや、強かったね。Right off the bat with the Absolver, and it's right on the same turn when his action flipped. And we all know that Absolver brings out another chance for you to buff up with Overwhelm as well. あれどうなんだろうね。ユニットを捨てて、アイオニアテルストーンで回復で、リーシンだけバリアで生かすべきだったのかな。いや、まあ結果論ではあるんですけど、でもそうしたら多分ゴールデンイージスとかの波状攻撃が全然来る可能性あるしな。During that match, aside from the like what we saw a while ago, like flipping and even using the Absolver, what other like good plays have you seen? I think Tora really took advantage of the early game, right? Having a wider board and just dishing as much damage as possible. 決戦場とかゴールデンイージスをはじめとして、あとまあトレジャーシーカーからの突撃兵も含めてだいぶねゲームを早く終わらせることを特化したデッキだと思うんで、アグロ耐性の高いデッキ構築に当たった時が苦しそうですよね。
リシン動くと、そう、ポクベリー選手は、マナをちょっと捨ててでも、リーシン着地にこだわってたんで、さあ、まあでも難しい試合でした。ジャパン、日本からだ。ダスキン・ピスクール選手。フィオラパンテオン VS、これはアイオニア型のジェイスハイマーですかね。ライフスティールこそある。ライフスティールこそあるから、まだ勝てそうですね、これは。The bot is just looking crazy, right here. You got, DSK having 12-10 Pantheon on the board with like tons of keywords on it. You got an 11, T-Hex on the ground as well. So it's down それってスペース剥がしに使えるのか。 How is he gonna deal with this Pantheon? Yes, はい。 versus right. And what is a good swing moving forward? They don't have a good swing, but the Pantheon got ways. さあ、ホラージ2体目。しかし、スペシをターに供給する。スペシ供給面白い。So, it's still a, even game right here, but DSK having the HP advantage is just, looking good for him. Yeah, it's indeed looking good for him, and look at those favorable traits, man. And of course, that's going to be a lot of damage coming in. このパンティオン突破されてしまうともう負け筋なので、パンティオンにオーバーパワーついてるんでスペシつけて、これでアタックが通れば勝ちか。さあ、スペシ不要。あ、お前ブグ装備してんのか。お前釣り竿持ってんのかお前。あ、これは勝ちですね。ゲーム1。アメ選手から1勝取りましたね。Adding another spell shoe onto the Pantheon back there, that was just clean, right? That just gave him the security that the Pantheon is going to be safe and he will. やっぱフィオラパンティオン強いね。なんかもうハイマーディンガーみたいな横に並べる軸に対してはかなり強いね。ところで11、11の T-Hex はどうやって出たんだい？55は多分ギブイットオールだろうなって思うんだけど、11、11の TX 何だったんだろう。これは、アクションリーシンですね。アクションリーシン VS、先ほどと同じく、おそらくジェイスハイマー。And an action Leeson or an action severe as can be for it's an action Leeson. Okay, so it's an action Leeson for our この窮地の選択だけでリーシンと判断したわ。この手は割と悪くないと思うけど。でもアタックトークンの兼ね合いがあれか。あ、違うわ。いいんだ。で、窮地の選択からのアクション裏っていう選択肢が見える。これめちゃくちゃいいな。だからこれミスティックショットを持ってこられるかな。これで窮地の選択を使わざるを得ないですね。しょうがない。いやでもアイオニアに1コストのヘルスバフが出たのはだいぶやっぱこういう動きができるから強いな。アクションがブンブンですね。ここでアフターショック打つか。さあベガウラあくまで進めていきますね。はい。さあアダプタトロン、さあブグ装備なども選択肢ありますが、一旦殴りますね。You're seeing that there's nothing to be put on the board of the side of Ahmed. Now he's down to 13. And I mean, is this a good vengeance turn, Moonboy?
まあ、復讐あたりがもう出てくることもあるでしょうよ。でも復讐打つんだったら今のタイミングで打ってたと思うし、まあ、復讐リスクが高すぎるわな。不仲ハイマーかな。烈心章飛ぶか。飛んだのは烈心章。ああいうニアの意思も引きましたが、逃れましたね。で、武具を装備することにより、味方を指定したので、アクションレベルアップですね。で、先見ドローまでしてですね、これは。先見ドローして、アクション裏は、まあ、使わないでしょう。焼きそば太郎さんいらっしゃい。序盤のこの抑えが効かなくなった場合のアクションのこのブンブン感すごいですよね。もうランドマーク2個体制で回っております。さあこれもハイマーリンガー行くしかないでしょう。こっちもリーシンかなでしょうね。いや、これ厳しいね、アメ選手。ブンブンだね。破滅が来た。でも破滅が来た。しかし拒絶がある。悲しいかな。いや、でも、いや、いいハンドも引いたな。強勝引いたか。そうですね、まあ、チャレンジャー付与して、なるほど。本当にハイマーディンガーを処理する構え。いや、強いですね。さあ、力つける前にお仕事。お、ヘクスブリテデータ。アクションの武器を消せる。まあしかしこのターンはさすがに破滅でしょう。一旦盤面を消しますが、しかしユニットは残るのが強いですね。to clear the bot once and for all. And you know, DSK is running a little bit low in terms of resources. There's only 4 cards unknown to MA right here. So you know, MA could still refill アクションサイド着地、ブグまで装備するかな。ブグは装備せず。ダーキン武器の何が偉いって高コストユニット出せるのに不仲で飛ばないところが偉いよね。6 cost turret right there, but that looked like a good turn for Ame to control the board. And this is actually the aesthetic of this deck, the Heimerdinger Chase deck with the control support as well. And now, only having 1/3/1 fearsome turret on this side of the board, and even これは僕拒絶って言いました。多分破滅のつもりで言ってましたね。And this can actually be, how do you say this? Get +2/+2 if it was equipped. So this is another threat that he has to deal with, that Ame has to deal with. 割とアクション側でもドローできるもんな。ドローできるからそんなでもないか。これ一旦アタックすることでパスをして相手に手番回してですね。ゾラに。あ、そうか、ゾラーにいるから普通に盤面いいわ、これ。そうか。で、縦かな。Right here, there's only chance is probably to refill his bot so that he can be ready for future attacks as well. Aloof travel right here looking good, right? Just ドローしてもいいし、万人の盾でアクションをリーシンを強化してもいいな。違う、報復のアブゾルバーだ。リーシン持ってきた。Yes, like the Lee Sin is going to be one of the very, very lucrative targets right there. And man, this is still looking like it's going to be on the side
DSK, if you see like Amin being a bit too conservative in terms of the removal tools that he has right now. Oh man. 復習あるけどな。ハイマーいる状態で打ちたいよ It's な。 like around 2 more ticks or 1 more tick before it gets flipped, right, boy? まあ打つか。 He's pretty close to flipping right here, but I believe MA could not afford to have a Lee Sin on board, right? Having that 7-7 is already scary. あのゾラーニどうする Like DSK is already あのゾラーニってやつどうする a vulnerable Mark III. 7点オーバーパワーですけども。 Careful and how should he go about this 7-7 because it's dangerous. Yeah, indeed. It's a ゾラーニ very がきつい dangerous な。 now. Looking that action will possibly be blocked by もうリーサルじゃないですか。 right there, and 1-1 is the 1-1 is going to be free attack plus Wuju style. 一応、ビルトオーバーテルストーンからのヘクステックトランスモビレーターで、あ、無理だ。無理だ。on his side of the board. This is going to be it. Isco is probably going to be, or is going to get a 2-0 with this match. Yep, definitely. ゾラーニにゾラーニをぶつければって思ったけど無理だわ。 The Ionian Tailstone can't do much in this particular scenario as well. So he has no choice but to soak up every single damage that DSK is throwing at him right here. And I believe, you know, Amek is taking いや、 that リエ out, サルの and 作り方うまい he な。 will be moving straight right to the top 16 right after this win. レベル高くない Yeah, oh, 2-0s all around. It's like what Oprah said. Like, you get a 2-0, you get a 2-0, and you get a 2-0. まあまあまあ、あとま And あ、 this is actually ヘクステックトランスモビレーター使っても拒絶されるんで、もうどうしようもないんですけど。 less than 20, less than 30 minutes into the first round, and we are getting 2 straight 2-0s. And from what it looks like, Ame is just really roping this out. いやそのゾラーニ一択じゃなくて、アクシャンと31イルーシブの方でも6点通すっていう判断が強いな。We have 7-7 overwhelmed. That's going to be 6. It's going to be 9. It's going to be from action as well. That's going to be 12. So still. てかまあヘクステックトランスモビレーター拒絶じゃなくて普通にリコールでもいいんか。何でもありだわ。Yep, Ame just taking time to understand every single out that he has, but he realized that there's nothing that he could do, but no choice. But ladies and gentlemen, there we have our winner Yeah, for this GG. round, DSK, and he will be moving straight right to the top 16. いやまあ最初にアクションを窮地の選択で守れたのは強かったね。 If you remember that meme that all the formulas going in, like there's a sticker with Heimerdinger like that, right? Since he's already using Heimerdinger, like that would have been an appropriate sticker or emote to put in right there with all the formulas. ムーンボーイさんの椅子の肘掛け、点滅してね。 It's an amazing win though. We saw that DSK was actually using his aggression towards his favor, even recovering from a ruination coming in from Ame. Which was actually a possible turnaround turn, or rather a way to come back from Ame. But the way that we can see T-Skin refilling the board with another action, Vastayan as well, 7-7 overwhelm. That's, I mean, ゾラーニって強いな。 even that Lee-Sin that has been targeted by a vengeance would have been a chance, would have been like a chance for Ame to recover. 序盤のアクションを抑えることができてれば、報復のアブゾルバーでリーシンが復活することもなくて、多分破滅打った後、相手ゾラーニくらいしか後続の火力なかっただろうから、これを耐えてハイマーディンガーが回ってればって感じではあったか。さあ、ピンピンホー選手 VS、ナインボール選手ですね。ゾラーニ、普通に汎用性だ。いや、アーリだ。アーリケネン。へえ。Oh yes, I can look at that, but still look at those loses, man. He is アーリケネンだ。 not being contested and thereby だがこれまだファーストアタックか。シャウトがあるファーストアタックか。辛いな。 7-5 as well going in. It's going to be the first one with the scout and with the attack token.
Oh, 2-2 and recall for that cannon. That's going to be dealing more damage yet again. But of course, still the attack token on 9ball. And 9ball is already on the advantage with 1-0 against Pinpingho. これ7-5 どうすんだこれ。このゲーム中に武具を装備しているのであれば、まあいいのか。懸念の疾風陣雷じゃなくて、懸念の嵐の刻印で止めるだけか。まあ、連携攻撃を仕掛けます。そこには拒絶を打ちます。で、リコールさせたので、アーリの効果で懸念のコストが1減ります。で、懸念を出します。And already having a mark of cannon right there, mark of the storm, it's gonna be getting some more damage as well down the line. And there we go, another attack going in from 9ball, and he just wants Pinpingho. お前自鉄鋼装備してんのか。Pinpingho選手時間がない。Possibly lethal damage, but you have right there a mark of the storm on the side of the Saga Seeker. And when you have that, まあ盤面に武具を装備したユニットがいないので、おそらく武具はないのでしょう。嵐の刻印1回しか発動しません。懸念は捨てる。で、その行と窮地の選択の効果でアーリの火力を上げて、6点アタックを決めるところなんでしょうけども、いやー、その静寂が強い。いや、ダメでは超えられない壁がある。静寂が強い。He's only possibly going to be, or he's going to be possibly removed with that Saga Seeker, or of course some support as well. But just 2 damage, man. This is not looking good for Pinpingho, as the next turn is going to be a devastating turn for him. Yep, definitely right. With 2 champions down within the last 2 turns, Pinpingho カウトって強いね。 he could, let this attack roll through, and hopefully this disciples would be able to allow him to draw. 嵐の刻印今2点か。なんであいつまだいいんだろうなと思った。はい、で、まあこれで2ドローできます。よら。次ホラージ出てくる？次ホラージ出てくるな。Yes. Oh man, this is looking quite grim for Pinpingho. Already down 1, and he looking at Fiora being put down on the side of 9ball as well. So this is going to be. いやー、リコールでごまかせるか？ He can return any of those units as well, but this scouted Saga Seeker, there you go, homecoming, putting back. ホラージ出されたら終わるな。ホラージで終わるな。 That's gonna be back to its base stats once it comes down, right? So wow, this is gonna be a kind of a reset, but still on the side of Pinpingho, you have a chance to put down some other units, and 引いたカードはマウンテンゴート。 And still, there's still going to be an attack token on 9ball's side, so the pressure is still going to be on. で、このターンのスカウト権は消えましたが、まだホラージを出すマナが余っている。It's still looking great for 9ball. Pinpingho, not much option. The only play is likely gonna be a defensive. いや、ホラージを出さない。おそらくホラージを出さずに並べて装備させて面で押す動きですね。それ残り3点だもんな。Alright, so this is going to be a reactive turn still. Okay, putting in the attack token. 3体出てきた。トリプルが作れそうだね。And another Saga Seeker is going to be developed, and there you go, another elusive is going to be put down
Oh man, look at this. He's still Wow, going wow, up the wow, wow. board just to make sure that he gets more damage in. He gets even if he gets like even if one of the other units are how these いや、まあさすがに装備させてフェイトもつけてリーサル要員を増やしていくことでしょう。Yep, I mean it's looking great for Ping Ping Ho, for 9 ball, right? With 2 Darkin Lord Stone there. これ一応ブロックの仕方次第では守れるか？1点残る。引っ張られます。引っ張られます。守る。無理だ。無理じゃないか。ギリか。He's taking what 2 damage this turn. Yes, ギリ。 2 damage, yeah. But he's still at 1, and it's not looking great for Ping Ping Ho. Yeah, look at the home camera. 首の皮一枚。本当に首の皮一枚つながって、これトップがアーリとかだといけんのか？いや、アーリでも厳しいな。Looking at the hand right now, not a lot of offensive pieces on his side of the board too. So let's see what he draws next, so that we can see Ping Ping Ho's fate down the line in this matchup. Oh, Hookmaster. Oh man. Okay. He's gonna improvise and man. Nothing is good, right? Hookmaster is not exactly the best card to be drawing right here. Yes, he's drawing dead. It's not looking good for Ping Ping Ho. いや、悲しいな。 Already got the board, and I don't see how Ping Ping Ho is gonna turn this thing around. And 9 ball definitely got this series in the back. フィオラパンテオンな。ホラージっていう皇族が出てくるのも強いよな。パンテオン軸ってなんかユニット除去され尽くされると失速というかもう戦えなくなるイメージだけど、自鉄鋼がさユニットの強化でありつつ皇族のユニットなので、いや厳しいか。ナインボール選手の勝ちですね。これはおそらく時間的に2試合目だったのでしょう。あ、3ゲームだったね今。BO3 の 3？ マジか。長引いたねそれはね。Man, I mean, that's already in the feat itself because again, we said 2-time champion Ping Ping Ho already being defeated at the top 32. This is your chance to just keep on proving yourself down the line, and 9 ball has to do it. And we hope that he アウトのブグもまあダーキンブグと国籍制作のブグはまあ割と別物というか。got a 2-0 loss as well, so another champion fall off the top 32. So, you know, it's そうですね、ランダム実質選定で持ってくるブグと元からね構築でデッキに入るブグだとやっぱ運用の方法というか活躍の仕方は変わってきますよね。Going for a short break right after this, so we will be back later on with the top 16 all the way to the grand final. So do not go anywhere. Stay tuned as we will be back real soon. My name is Moonboy and he's Excelsior, and we are taking a ルーン short. テラ AR 君治った？ダメっぽいな。インプロバイズって言うんだ。属性制作って。Catch and release only. Do you kill everyone you beat? Let me show you how we did it in Acacia. Jack said there'd be contenders out here. Yosh. Just me, or did he get a lot scarier in here? Huh?
Jax. I'm on your side. Don't worry. Glad there's a chef on the team now. What's for dinner? ジャックスってさ、あ、フィオラが3-2だ。フィオラが3-2だ。You got nothing I can't handle. ストライクでレベルアップじゃん。だけど効果がアタック時じゃん。だからこのアタックでレベルアップしてレベルアップしたジャックスの強みが生かされるのってさ、次のアタックトークンの時だしさ、ユニットをぶつけてレベルアップしなきゃいけないのに、レベルアップしたジャックスは武具を装備した味方が盤面にいないといけないっていう。いろんな条件が合わさってきちゃってて、なんかそれをクリアした場合って要は武具を装備した味方が複数盤面に並んでいてアタックできる状態って、ジャックスじゃなくても勝てるんですよね。ジャックスじゃなくても勝てるんで、あ、この BGM 好きだわ。なんか武具のコストを減らすとか、なんかそういうアプローチもちょっと欲しいなっては思うんだよな。なんかジャックス軸の武器使いのデッキ作るとさ、なんか手札が武器で溢れるんですよね。武蔵坊弁慶みたいになって。もちろん上振れた時のね、アタックのスタッツは2コストの性能じゃないので、そうですね、上振れカードではありますけど、それで時間軸の印象も強くないですか？その多分上振れカードって印象。だな、なんか武器使いたくさんなんか即席制作の効果を武具を作るか、なんかすでに手札にある武具を装備して鍛錬するみたいな、手札が武器ばっかりになっちゃうんですよね。もしくはもうちょっとコア全のためにみたいな、手札の武具をなんかいい感じに使うか低コストのカードが欲しいかな。なんだっけ、名前忘れちゃったけど、シュリーマシャドウアイドの1コストのさ、ペダあるじゃん。なんか、ラストブレスを付与するやつ。あれの手札の武具破棄版であいつを召喚するやつ欲しいな。それコア全のため、それコア全のためにだな。もうちょっと低コストで、ドローいらないからさ、武具をそのまま盤面のユニットに変換するカードもうちょっと欲しいなとは思うな。というのもね、やっぱジャックスバンドルツリー手札が溢れるんよね、あのデッキ。マジであのデッキ使ってる時の敵はね、対戦相手じゃなくて自分自身の手札だから。トップで武器使い引きたいのに手札溢れてっと引けないからね。なんかブツブツ言うとります。もうちょいなんかその身体拡張した実験者みたいな、なんかもうゴリッと手札を破棄してくれるカードを、メガメカパンチャーとか入れるべきなのかな。あれメガメカパンチャーって装備させるたびに手札を破棄しなきゃいけなくて、めちゃくちゃ手札の消費激しいんで、メガメカパンチャーかな、あのデッキに入れるとしたら。
いやもう、武具はもう、足りてんのよな。武器使いがたくさんいるから。ていうかもう武器使いと武具がなんかもう紛らわしいんだよな。武器使いが生成するカードは武器じゃなくて武具であって、武具を生成するカードは武具使いではなく武器使いなのがちょっと紛らわしい。ややこしい。なんでルーンテラ AR くん止まってしまったん？この他になんか新カード見えるサイトあります？ Twitter 見るしかない。ルーンテラの公式のアカウント。ルーンテラの公式アカウントのページから、見るか？このページ映ってもなんか右におすすめツイートとかなんか今どうしてるの？なんかあとなんかおすすめツイートで違うアカウントがそのままおすすめで出てきたりするからそっち映るのはあんまりいいくないなぁ。ピルトーバーの、もう今、もう僕、他の画面で、Twitter 見て喋ってますけど、ピルトーバーのダーキンのこと硬いことって書いて、これなんて読むのこれ。調べよう。硬いこと。読み方。縦ごとだってよ。じゃあこのダーキンの縦ごと。これ強そうだよね。てか楽しそうだよね。2コストで、攻撃力プラス2クイックアタック付与っていう、実質、だって、アイオニアのさ、スペルが1コスト、バースト1コストプラス1点、攻撃力プラス1のクイックアタックラウンド中付与じゃん？ 1 コストバーストラウンド限定クイックアタックプラス1に対してこっちは2コストでプラス2クイックアタック永続付与だからで再利用可能まで考えるとパフォーマンス的にはかなり良くてなんでもないユニットがクイックアタックで一方的に攻撃力を押し付けることができるんで相手に処理札を切らせるというムーブを作る、もしくはまあスタッツの高いユニットを立てるか。で、出てくる悪魔、何これ名前。スティラート8コス86クイックアタック。クイックアタック偉いね。で、アタック時にカード2枚ドローして、これらのコストに減少だから、スティラートでダーキンの縦ごと引いたら6コストでスティラート出せるってことでしょこれ。楽しそうだね。まあプロ関係もまた充実してきたしダメだ。ルーンテラ AR がどうやっても開かない。画面に映したいな、カードを。
てかもうこの時間にトーナメント見て、誰が出場してて、どういう人が勝ち残ったのかっていうのを見たいんだけど、ここら辺の充実を求めるのは贅沢ですかね。これ次レジェンド・オブ・ルーンテラの公式ツイッターのアイコン誰になるかな。セラフィーンかな。これでバルスになるかセラフィーンになるかでどういうスタンスなのかがわかるな。今新カードが見れそうなサイト他に探してるけどなさそう。てかまあ、あるとは思うんだけどすぐに見つかんなさそう。あ、モバリティクスいけるかお前。でもなんかちょっと情報更新されてないな。セラフィーンのやつがないな。まあいいか。何もないよりマシか。うい。で、あれあるやん。あれサイトによって違う謎。いらっしゃい。スティラットが出てきたらラボのウルトララビットなんたらがまた楽しいことになりそう。スティラット、これさ、ダーキンの型ごとがさ、ゼロコストだったとしてもさ、これスティラット出そうとしたらこれ6コストかかるんじゃないの？なんかコスト低減系でそういう仕様のイメージ。チャンピオンもさ、チャンピオンゼロコストになっても裏スペルがなんか、例えばハイマーディンがゼロコストになっても裏スペルはなんか3コストみたいな。進歩の日は8からマイナス5で。そう、こいつブグの裏なんで、なんなら多分ウルトラピットに手裏に健康と型ごと来たらスティーラート多分出せないですね。マナが3しかないから。
こいつもなかなか楽しい運用できそうだよね。ゾーンの警備兵。このゾーンの警備兵の裏に実はもう、スタフィーのファンがいるよっていう動きになってまして。これね、ファンクラブの会長。の前の方にいろんなやつがいるの面白いよね。これって多分あれ？ゾーンの警備兵だよな。多分そう。部分的にそう。で、ゾーンの、まあ、ここら辺は一緒に紹介されたからあれなんですけど、ゾーンのディーバは、ここにちゃんとセラフィンいるんですよ。ゾーンのディーバ何が怖いってさ、口にマスクついてて多分なんかスピーカーあんだろうけど、そこについてるその、この器具がこの見て右足。義足。ゾーンの D は右足義足で、なんなら自分の右ももの部分をアンプにしてるっていうよくわかんないロック具合。ギターからも来てるか。あ、ここの表現あれだね。アーケインの PV というか、まあロルの PV、フェニックスとかでもあったか。ロルの PV でたまにある二次元的な表現だね。今思ったんだけど。あ、違うか。ファンクラブのいたこいつが、これに見えた。さすがに違うか。さすがに違うな。雰囲気違いすぎるよな。ひらめきもね、2個数11っていう、まあ、1個数重い出回しや項ではあるんですけど、アタック実行果が面白いね。このイラストがいいよね。エーコンは、このセラフィーンがバイク乗ってる。ノーヘルです。当然のように。こいつ、エーコンこいつね。このイラストはすごくいいわ。いるな。まあイラストの良さで言ったら、これもかなりいいイラストではあるか。エーコンいますね。エーコンいて、これセラフィン何やってんの？作曲か。作曲で、多分これ作曲してんのかな？なんか、コーヒーを間違ってここに置いてる。一回。なんかギター作ってんのか。違うな。ギター作ってんのか。お前、精密電子部品作ってるときに、この近距離で水飲むなよって思うけどね。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another seasonal. なんかおかしくない？ムーンボーイさん固まってない？ I think you're ムーンボーイさん？ you're fluctuating a bit. あ、ムーンボーイさんの回線が何が起こってんのかと思った今俺。何が起こってんのかと思った。どっちも口動かしてないのにずっとセリフ聞こえてきて、どっちも笑顔だからちょっと怖かった今。回線が乱れてますね。タイミングの悪い回線だったね。テンション上げたタイミング。テンションを上げたタイミングでやってきたね。
And now I think I'm looking at the players who got into the top 16. Some of the champions already stepped down here at the top 16, and this is gonna be quite a show as well. Look at the stories are the like the newbies, or rather like the previous non-champions are put them down on their place, or rather put them down out of the tournament, and they're trying to build their way up. They're trying to climb the peak with one very very crucial player down. This is gonna be some hell of a show. Is what we're not really sure which Twitter ones で of these players ブラン are ケットっ going つっ to て go なんか up to the peak today here in the away. 一瞬流れてきたからこれなんだろうなと思って対戦表かなって思ったけどルールのフォーマットの説明だったわ。And I think, let me just, emphasize the top 16 players that are still on the run for the championship right here. And it's gonna be, oh yeah, the bracket is up. So it's gonna be Flying Fish going up against DSK. Flying Fish, our reigning, our previous champion as well. We got Ochoko going up against 9ball. Koa going against Pisukaru, who actually won OPM Garu in the top 32 round as well. Right, we got Shu going up against 待って、ジャパンは結構いらっしゃる。ピスカル選手、シュン選手、オーチョース選手、オラハル選手。日本勢多い。5人もいるけど、5人中4人が片方に寄ってる。潰し合わされる。1、2、3、4、5。あ、JO1 選手か。いや、これは強敵ですね。Yeah, definitely one of the top players in APAC, and now we're going to be spectating him for round 16. So, oh wow, I mean, I'm really excited as to how he's going to be playing here. I'm not sure if we had a chance before to highlight JO1 in one of the matches. Probably one of the matches before, but yeah, JO1 選手なんかランク上位常連の方じゃなかったっけ？なんか確かこの人のなんかレシピを見とけばなんか間違いないみたいなこのレベルの人だった気がするな。ナミ TF、リーシン、アクション、フィオラパンティオン、意外とスウェインが出てこないですね。やっぱまあ連携攻撃とかスタン、リコール、何でもゴザで止まっちゃうからか。Well, it's either Nami or it's definitely going to be Lee Sin, right? You don't really want to deal with too much combo-wombo kind of situation. And you are facing one of the best player in the server, which is JO1. オラハル選手は、ジン・アニ使うと入れ味ですね。すごい違うタイプのデッキがぶつかってる。かぶりがないってすごいね。これ何版すればいいんだ？わかんないね。入れ味版かな？いや、スカウトも強いもんな。ジンアニーをバンしようとはちょっと思わないか。これ見ると。Try to pit off against the tier S decks in the ladder. So we've seen these decks in the past seasons. They were the tier S decks before. But how they ナミ TF の面白いところはナミも TF もビルジュウォーターでまとまってるんで相方の幅が広いですよね。今回使ってた JO1 選手が使っていたのはバンドルシティ軸でしたけど、シャドウワイル軸とか相方シャドウワイルとかピルトーバーとか結構幅が広いですよね。アイオニアもいたな。当たったことあるな。ビルジアイオニアナミ TF。The Goliath right here is JO1.
really, really big. But we're not saying that JO1 is going to be losing. This is again a tier A to B deck versus tier S. That's it. That's the case right now, and we want to see this in action. Yep, when it comes to a tournament format where, you know, bans are all like draft picks is part of the game, and I believe, you know, the aggro deck might have an upper hand as long as he banned the Fiora Pantheon deck, right? Just take advantage of the early game. Nami TF is just なんでムーンボーイさんのマイク出たり消えたりしてんのこれ。ここほら。出たり消えたりしてるこれ。今あるじゃんこのコード。ほら消える。ほら消えた。禁止キーボットマイク。消える。なんで手前にあるマイクが消えるんだ。なんでだ。なんで黒巻が後ろにあってさ、背景抜けます。その色と似てるのであれば頭のテカテカとかこれの椅子が点滅するのも分かりますってなるけど、黒巻の背景より手前にあるはずのこのマイクがなんで消えるんだ。そしてなんで手をかざしたりしてムーンボーイさんの体の一部がこっちに出るとマイクも映るんだ。どういうこと？ここの黒の色で黒巻き抜いてる？まさか。違う。あれ？いやでもそうしたらでも体動かしてもここにあるマイクのこの色は変わんないから黒巻きが抜けることはないよな。なんでだろう。黒巻きじゃない。いやそんなわけないよな。In the combined weapons plus fated, and that's going to be an explosive combination, right? So, I mean, I'm still thinking how this is going to happen, and if Soraharu does get to go out again or get up against JO1 or move up to the top 8, he still has to keep on doing it because most of the other decks are still going to be that those tier S decks, and now it's gonna be MF Scouts versus Akshan Lee Sin. Oh man, let's go. アクシャンリーシン VS スカウトですね。先行ソハル選手、これはいいんじゃないか。ミスフォーチュンやクイーンが奇数コストなんで奇数コストのターンにアタックトークンをもらえる先行はかなりよく見えますね。これはリーシじゃねえよ。アクションもアタックしてくるでしょう。フォーチュン、アタックトークンもあるぞ。ここはウージュスタイルを使って耐えてくるか。入れねえわ。フォーチュンのアタック時効果忘れてた。フォーチュンが引っ張ることにより、間違えた。フォーチュンが場にいることにより、体力でアクションを引っ張れば、そうですね。これはまあ壁にしましたね、もはや。さあ、JO1 選手、2コストバーストで召喚してくるでしょう。ああ、ダメ、強いね。このダメ強いな。さあ、バーストパスをしましたが、ソハル選手、バーストパスに関わらず、しっかり出して並べていく。さあ、これは全体バフの構え。さあ、まあ、ここはもちろんダメを打ってきます。ここでまあ殴るアタックをするか。次のブロッカーがいない。そうか。で、アタックしてブロッカーとしてバースト召喚してしまうとリーシンを着地させることができない。
オープンアタックをするか、全体バフを通すか。全体バフを通すのであれば、装置を出すかどうかですね。あ、装置を出した。さあ、これリーシーンを出してきます。ここで全体バフ2コストでプラス6プラス6の仕事はあまりにも大きい。リーシンを取ることはまだできないですが、盤面ユニット5体残しで残りライフは1。そして盤面にユニットは1体しかいなくて、ソラ選手の手札にはミスフォーチューン裏レイングバレットがある。さあダメダメや、アイオニアテルストーンなどがなければ勝ちですね。クイーンこそ引けませんでしたが、マナーを消費してくれることを待ってますね。これは読み合いですね。感染視点だからこそ分かる8筋ではありますが、さあ拒絶を持ってくる。拒絶を引くか。引いてきたのは竜の剣眼。ライフスティールが欲しい。でスカウトチャレンジャーでヘルス1。ここでミスフォーチューンを見捨てる判断全然ありえたんですが、さあ打ちましたね。ここで相打ち、バリアを剥がしつつ相打ち。ここでダメダメとか拒絶を打たれると実質ミスフォーチューン2枚を失ってしまうので非常に厳しかったのですが、JO1 選手は持っていなかったので勝ちですね。ここで BO1 ソラハル選手の1勝となりますね。JO1 選手がバーストパスとかして一旦様子見していたタイミングがあったんですけど、そこで臆さずにしっかりと展開して全体バフを決めて、勝ち筋をしっかり押し通していくっていう、押し付けていくっていう動きがしっかり刺さりましたね。あ、ジンアニーバンしたん。ジンアニーバンか。ヨアン選手はフィオラ・パンティオンバンされていますので、確かに入れ味とか横並べするスカウトに対して入れ味はカウンターだな。これ入れ味版間違えた。フィオラ・パンティオン版は正しいですね。ジンアニーの勝ち筋なんだろう。レックスかな。はわ、ちゃんと引いてる。ナミ TFVS 入れ味ですね。ちゃんと引いてる。全部引いてる。待って、3、4、5全部持ってるソラハル選手。入れ味に欲しいもの全部持ってる。富、名声、力。これはパスですか。いや、アタックする。通していく。時間かけてもしょうがないことは分かっているから、もう通していく。これアジール、このターンアジール、いやどっちだ。高座を置くか。アジールだ。自分入れ味を回したことが一回もないので、ここでどっちを置くか正解か分からなかったんですけど、はいはいはい。炭酸タフを作ってイレディアですかね。
attacks and damage coming in from this Sand Soldier is going to be too much for JO1 to handle. So he's a little bit behind in terms of the Nami game plan, but he needs to save alive Sora Haru first. That is probably イレリア出して待ってイレリアがアタックして、いやそうすると33が超えらんないのか。33タフが超えらんないので、イレリア出してまずイレリアでアタックするかな。で JO1 選手がタフを生かして11をブロックしてくる可能性、いや数を増やした。さあアジェル皇帝自ら前に赴く。はい、33の方をアジールブロックして、次中国で無防備付与でアジール取れるようにしてますね。高座が2枚出たことによってこの後のイレアジの火力はとんでもないことになりますが、しっかり回復してユラユラクラゲウはしっかり2枚いるのが強い。シェリー提督、あこれは強い。チェリー強いな。だけどソラハ選手もしっかり2枚目のアジールを引いてきた。The Lee's immediately going right. He have to take down the Azir as soon as possible because right here, you know, Azir is the biggest threat for JO1. And Sora Haru though, he still can, you know, continuously put down the aggression. イレアジは分回ったら楽しいでしょうね。あこれ次のターンにしっかり分回る動きですね。はい。火力を上げましたがタフがあるので足りないですね。あ次マナがもったいないからか。アジールがレベルアップすれば2-1になるので2-1でブロックさせることを意識したんですかね。だいぶ当たり。はい、これで舞うことによってこのターンに召喚されたユニットの数が、3体になりますので、スペルマナを回復しつつワンドローできますね。そろそろアジールレベルアップするんじゃないかい。ここで拒絶を打つかどうか。さすがに打ってくるか。あ、そうか。でもこれでもイレリアはブロックできないのか。タフ持ってても。じゃあイレリアはアタックすることによりguess one more attack and that field musician is going to activate and get some more mana in, but it's not going to be enough because there are no more 2体崩して出てきますよね。これ JO1 選手次かなり火力出るんじゃないか。possible discounted purple fish that can be put down with the zero cost. He just needs to free up two more how do you say this, board space for his summons to get to go down. And there you go, he passes, Sora Haru passes. This is going to be an attacking turn and so much damage, or rather, I'm expecting these units to be buffed up. ペルマナ回復されたくなかったんかな。Yep, I mean, you know, as long as Sora Haru is not pushing damage, is not putting in aggression, he is losing by the turn. And JO1 immediately plays another fleet emergence. チェリーを立候させる。いや、まずはこっちか。ちょっと読みが深くて今のパスはだいぶわからなかった。これで5コストのリコールも通せるっちゃ通せますね。on the past seasons, and now it's happening right now here at the seasonal playoffs, and of course 窮地の選択か。窮地の選択をケアしたんですね、多分。Maybe
盤面がいっぱいです。はい、ヘビーメタルでイレリアを処理。Yep, heavy metal immediately going into the Aurelia so that she can't do any more shenanigans. リコールでシェリー、さすがにお前に2体はダメだぞと。オトガメが入ります。一応次のターン1体召喚しておけばアタック時にユニットが出てくるので、ドローをすることができますね。さあこれはシェリーで盤面バフしたいところと顔を大事にしたいところ。さあ逆襲ですね。うわそれ強い。脱獄。はい、ユニット1体出します。で、ゴーストが2枚あるので、ちょっと強くないそれ。あれこれリーサルでは？わあ、これリーサルだ。というかまあ命サイドのポーじゃなくても今のはリーサルでしたね。ゴースト、あれゴーストってあれ素で入ってたっけ？なんか生成で2枚ゴースト持ってきてない？そうね、ヘビーメタルなくてイレリア生き残ってたらリコールの時のアタックでイレリア裏返ってたかな、わかんないけど。そしたら有利トレード一発入って最後のイルーシブアタック火力落ちてたかな。まあさすがのナミ TF でしたね。イレアジ VS なんだっけ、リーシンアクションか。イデアジにこれ入ってるんだばっかり。はい、高さしっかりあります。アジルが出てくるでしょう。まあベカウラ出すしかないよね。ネデキさんいらっしゃい。そうですね、今日本勢のソアハルさんが、ソアハル選手が戦ってますね。さあベカウラ2枚目カウントを進めていきます。さあ待っていく。これは顔が痛いですね。Just getting one more damage in, especially if it hits the Nexus, and you just keep on pushing and pushing and pushing the damage. Now, on the fourth turn, he might even put down a field decision to get more mana in, so that he gets to have more mana to do with and more mana for the spell shenanigans. And now, Vicarum Vagabond is going toもう一回出すんじゃないか。 even though there might be a favorable threat, but this is what JO1 has to do. You can actuallyまあウージュースタイルで有利トレードして盤面のユニットの数の差をつけたいというのが本音でしょうから、 JO1 選手としては。アジルがもうレベルアップ早いぞ。アジル4ターン目レベルアップ。まだ4ターン目です。しかし JO1 選手拒絶とダメダメ1枚ずつ持ってますし、リコールもある。
and the next turn again. This まだ戦える手札だな。 on Soraharu's side. Now he can actually do あ、今更だけど時間が右に行ってる。 an open attack if he wants to, or he can put down a field musician just so that he has more damage. And look at that sparring student. That's gonna be dangerous, man. Sparring student is going to get so big as time goes by, or as the summons. そうですね。奏者を出して弟子を出してアタックすればこのターンに召喚したユニットが3体になるのでスペルマナ回復しつつドローできますね。アジーの効果と高座の効果で2体出るので。結構手札渋いので、まあそういうプレイングしてくるでしょう。でここでさすがにお前火力高すぎだぞと。イレアジンゾダにまあ入っててもおかしくはないと思いますけど、どうなんでしょうね。There's not much synergy going because you are missing an Azir. Yeah, you can just summon like one. You need at least. 窮地の選択が入ってないのでもしかしたらないのかもしれないですね。窮地の選択入ってたっけ？いやー、ちゃんとスカウト持ってくる。Has one support for the Sandsworn Amulet as well, so that might be picked. Oh no, he instead picks out that scout weapon right there, and there you go. Total of 2, 4, 6, 8, 9 damage plus 1, 10 damage potential for Soraharu and. ここでウージュスタイルしっかり稼いだ。稼ぎつつドロートとなりうるユニット除去ですね。さあ高座、これはパスですね。これ高座だけ出してパスですかね。いやこれリコールでGo for the blade dance, take the Lee Sin out, or you could go for the Empress Dais and hopefully JO1 play the scout weapon and then bounce it back, right? That is the best play that Soraharu have this turn. That's right, that's right. And I think he's just really baiting. リコールで勝ちじゃないかこれ。5コストリコール。で勝ちだな。拒絶は打てません。ダメダメではコストが足りません。3コスト未満、3コスト以下のスペルにしか打てないので、ここで待って、波人兵が2体出てきて、ネクサスストライク時効果で1点入るので、トラハル選手の勝ちですね。GG。そうか、そこで DC にターンを消すとそういうことになるのか。This I'm at a belief. I have believed Soraharu when this round started. やっぱ GG ですね。ジャックさんいらっしゃい。いい勝負。今のはめちゃくちゃいい勝負だった。まあでも高座2枚はやっぱいい反動、いい右手してましたね。ブグつけるの待って、なんか落ち着いてましたね。The seasonals, right? Players coming into the biggest tournament of the season, and players have to will bring the 3 best deck there is in the format, and that's exactly what JO1 did. 自分だったら高座を出す前に5コストにリコール打ってそう。リコール、リーサル逃してそう。Or into the competition, or you play something that counters the 3 good deck, and with this really aggressive lineup, he did get the nuts draw, like most of the rounds he played it well. He played it to the best of his outs, and take advantage of BO3 で今3試合目までもつれ込んだので、他のところがどこまで試合長引いてるかですね。And that is exactly what he did, and he just put it to play and just show us, right? You don't really need the 3 good decks to win this whole tournament. Yeah, well, that's what happened right now. It's like I even saw someone on the chat a while ago, like,
wow, an MF deck beat a meta deck. So what? Like that's the surprise. That's the whole あ story right ピスカ now. ル And 選手 that's VS what we are right now. We can see here the next match. コア in 選手 round でいいのか 16 な is gonna be Koa versus Pisukaru right now. And from what I コア can 選 see, 手ですね。 Pantheon has already been flipped. これフィオラ On パン both テオン sides, ミ and ラ having ーかな both barriers as well. 違う We can see might be an Absolver already なんだこれ put on the あ、アクシャンパンテオンか。 not sure about the action, but it already has アクシャン overwhelmed. パンテオン So アクシャン this パ is ンテオン a ミ lot ラー of かこ damage, れ but still not lethal どっちも3を持ってん on な Koa. アクシャンパンテオンミラー Yeah, だ it's looking great, right? Right here, Kowa is already leading 1-0 against Pisukaru, and he even have the 3 mana fight spell in his hand. So, Yeah, you know, yeah. what he wants to do here is just remove the barrier. いやーでもこれパンテオン差あるなライフスティール持ってんの強いなライフスティールとスペルシールド持ってんのこのパンテオン This turn, he's out of the 4 mana range. The いやーあまりにも the しかもイルーシブ持ってるちゃんと うわ So as long as Koa could see the 全て持ってる out of his hand, he could just go for the challenge and just take down the Pantheon before イルーシブ backswing the next turn. Yeah. えっ It's gonna be, と it's gonna be challenging. しても And of course, there's gonna be, there's スペル gonna シールドがあるから be, overwhelm with that attack as well. So let's see あ if 違うなしようとしてるのはコア選手か that. And looking at it right now, it still might be a it most likely will be まあ確かに倒せるっちゃ Koa's 倒 win. せるけど Look at that. He also has lifesteal, man. It's like bringing up to the start of the game. 一応コア選手から見ると反動3枚わかんないのかいや違う3枚わかるわ2枚わかんない実質同じか Definitely, right? And this desert duo まあ has そうね so ここ much でそう and what you ね want to do is just パンテオン remove 処理する both と enemies あとゾラーニしか出てこないから Yes, there's no deny, there's no negation あしかも coming フェイ in, トまだ just go for it. There's no punishing to take down. There's no punish to take down the opponent's Pantheon. Yeah, no punish yet indeed. And then of course, いやこれアタックに下がってしまうので羽衣で追うこともできないですね of any other unit being developed. But on Koa's side, all of the units that he needs to develop have been developed and even have spell shield. So they cannot be physically, they cannot be removed by one spell, or it has to be done manually. Now, what's going to be happening here is these two units are going to attack, and of course, the unit or the いやしかも拒絶の儀式まあそれはお互い持ってっからまだ言い分か This is going to be the chance for Pisukaru to use the thinking emoji right これ now. スペルシールドは万人の盾でつけたんだ There's な nothing here right now that he can 俺も打ちます to like further. He just 打 wants ち to ま go す out, が and there you go. 砂漠の決闘の効果でヘルスが2下がってからお互いに果たし合いをするので Yep, that's not got even 敵のパンテンは存命です coming ね in for this strike, right? And but however, you know, the Zolani might be coming さあ down. ゾラーニを出すしかない He's got か the weapon already in his hand, so he could potentially play down Zolani and try to take down Koa, but he's just so far あリジェネ behind. 持ってんの君 I'm not sure how is he gonna come back off this one. このパンテオンリジェネを持ってる Look at that. He it's a weapon right there, and oh, いやーこれは厳しいですね has been passed. This is going to be on the side このアタックで of コア Koa 選 right 手 now. He's been の勝利ですね with another attack, and that これは 2-0. Quick マッチ match. 2のセット Quick 21 match. 試合目はどっちが勝ったんだ Against Pisukaru, and then moving on to the top 8. Man, those Pantheons. Actually, we have seen 今のでコーラ選手の2勝であった場合はおしまいですね being flipped as we were switching to another game. So, I mean, we haven't seen it during our casts, but on the matches that were not being streamed or being casted as of the moment, they are flipping Pantheons left and right along with their Fioras. I mean, the Fiora is not going to be flipped as we were expecting, but Pantheons, they're going to be right there. They're going to be the ones scaring the game, and we saw it right there in that match with Koa winning 2-0. Yep, that was a really close and intensive match, right? Having two Pantheons, having the stare down as well, but it always falls down to the biggest Pantheon wins, right? And you know, Koa actually have the bigger board. He got the HP advantage as well, and I believe, you know, he rolled into the keywords that actually matters.
against Yeah. his opponent, and that actually what won him the game. And congratulations to him. And Koa will be moving forward to the top 16 round. The top 8 round. Yeah. Top 8 round. Yeah, I'm actually thinking what match is still ongoing right now. We saw a 2-1 finish quickly because of the aggro deck that he was carrying. おそらくキャスターが話を長引かせているってことは尺を取ってて、多分今のでセット16全部終わって、次でセットっていうかその上位8人かな。 Considering that's already a 2-1, and it finished even well before the other games have been finishing, like with the 2-0 right there. So, well, that shows that these この背景フレヨルド、夏ならいいけど冬の寒くなってきた時期にこれ出されると普通に見てて寒そうなんよな。 And what Soroharu is carrying right now, or even bringing into the top 8 right now, is going to be something to watch out for. But of course, with these matches, still I'm seeing the other champions or the other players that were moving on, or that have moved on to the top 16. They're still carrying the same decks, and so a lot of mirror matches are going to be going on. Whoever, as you said, whoever is going to be flipping the Pantheon with the right keywords, or going to be lucky with the right keywords, are お、まだラウンドオブ16だ。 on the advantage. Now it's going to be あ、知らない名前。 知らない名前です。なんて読むかもわかんない。ラベックスノウス。ラベックス選手 VS EV 選手。これ EV って多分これチーム名なんよな。ジェイスハイマー対リーシンナミか。おっと、ポータルからなんかすごいのが出た。あれ、これ強くない？これ2コスでポータルから出てきていいユニットじゃなくないこれ。ハイマーディンがバフされて落ちなくなるな。EV come to sleep. Okay. So EV come to sleep, or as you say it in Korean, it's jamanwa. So it's come to sleep. So he puts down a Durand, a sculptor right there. And is this as you said a while ago, is this a Heimerdinger? Oh wait. Yep, it's a Yes, Heimerdinger okay. Nora. Yeah. Yeah. So we had the Heimerdinger Nora was doing really great in about the early to mid season. ラハイマー And か。 once the Swain or なんか今回の大会いろんなデッキが見れて楽しいな。 After the new patch, so I'm really interested to see how Come to Sleep would be able to pilot this really well. He got the Vengeance in his hand, and that is a good way to deal with a Lee Sin on Revexna's side. Oh yeah, and this is going to be another huge port, potential huge port, especially during the next turn for Come to Sleep right now. And then look at that. はい、まずはハイマーディンガーを処理しにかかる。で、まあ復讐を打ちますよね。でそこに拒絶を打ちますよね。で、ツンボを打つかどうかですよね。まあでも2-1タレット持ってこれっからネクサスにでも打つんかな。That's going to be brewing right there on the side of Come to Sleep. He's going to be developing yet again another red spot. 数を重視。 That vengeance is going to be countered, and that Lee Sin is going to be putting in some danger, especially during the next turns. 横並べするつもりか。元気になれて横並べして。そうかそうか。建築士いるし、そうなるのか。建築士、設計士。Three other units for you, right? And with a Mach 6 that is on the board right here, he could use it to actually defend against a bubblefish later on in the turn as well. So, probably what he want to do is just go wide and just bring him down as fast as possible and maybe burn him later on. いやー、まあ、フロムリーバーに対して、まあ、ゆらゆらクラゲを偉いね。偉いけど、getting your turrets on hand is well before you actually summon or activate the spell, right?
when you start using the spell, you already get that turret on hand at 0 cost when your Heimerdinger gets activated. So that's actually a good interaction right there. And even widening the board. And now, look at that, Nami being flipped. So there's someone that's gonna be popped off or even 波レベルアップアタックトークンがあり、野良が出てくる。だからフォーカスでプラにされて全員訂正されたユニット。これは強いな。Well, let's see if Rebexus is going to be using or getting some body blocks and favorable traits here. ツンボをネクサスに打てますので、ツンボであったりとか、カイディ学者から何かしら打点引っ張ってくることもできますので、a barrier, but I believe go to sleep or come to sleep would be able to remove the Lee Sin later on with the Pokestick in his hand as well. So Revexness still have place. アイオニアテルストーンからホームカミングなどを持ってくることもできましたが取らず、さあ崖っぷち20対1。And that is a really risky position because right here, come to sleep, he have 2 Pokesticks in hand. シェリー提督を先に出しましたね。ツンツンボーでリーサルを見に行く。これはアイオニアテルストーンからのポーションを付与することにより回復しまして、ゆらゆらクラゲが2体いますね。これ逆 GG あるんじゃないか。ガラクタヘルパー。クラゲを船外投棄。クラゲをクイックアタックプラス1。強襲だっけ？強襲か、確か。イルシブがかなり多い。come to sleep, right? Putting him to sleep right here. He got the enough mana to actually activate Lee Sin as well. And a second Lee Sin. これはリーサルではリーシンでフロアリムーバー引っ張って。There's no burn in his hand other than the Pokestick. I think Revexness might have this one in the bag. なんだここで竜の怒りも発動する。His own, and look at that, he has a jettison on hand, man, just to flip. I mean, who does that? This guy, Revexus, already used a jettison. I mean, I haven't seen a jettison outside of a deep deck, and he uses it just to flip. はい、でシェリー提督のこれ全体バフ火力は20点にまだ届かない。いや違う、竜の怒りか。竜の怒りがあるから十分届くわ。いや、これ全てを出し切る。20点ジャストですね。今これでイルシブは20点ジャストで、イルシブブロッカーはリーシンで引っ張ることが可能を。spells, right? This amount of burst spells coming in, there's nothing that come to sleep could react to this. And I believe 波で引っ張るのはフロアリムーバー。リーシーンで引っ張るのははい、そうですね。設計士引っ張る。いや違う、1、2引っ張る。ああ、ツンツン棒で撃破されちゃうと不発になるからか？不発になるんだっけ？まあ、なりそうではある。いや、逆転。残りヘルス1からの逆転劇ですね。波手デッキすげえ。残りヘルス1は熱いな。20対1から逆転した。熱っ。It's how do you say that, an oxymoron? They can kicking him to sleep, or rather like knocking him out. That's gonna be it, right? with that Lee Sin finish, and well, amazing play. And
I'm amazed. ナミも強いし、DC も強かったし、いや、シェリーが強いよね。やっぱり。uncalled for, but it happened, man. And we saw it here. ゆらゆらクラゲをシェリーってい Yep, う and especially, you know, that is the danger 逆転の of 道しるべね。 Nami deck, right? Like, you know, whenever you see a Nami, be prepared to be combo off like this, right? This is just so dangerous to be dealing with. And in one turn with this burst spells going forward, there's nothing much that you could interact or do against the Nami player. And just like that, even though you got the edge against your opponent, you know, he could just combo off and then just, you know, attack you with this flurry of elusive unit and 20 to 0 you down in just one swing. Yes, and with that, guys, we have seen so much action. 実際、イルーシブビートって強いもんな。イルーシブビートに対しては、イルーシブってやっぱスタッツが弱いんで、打点飛ばして、なんとかしようってなるけど、波だと、レベルアップした波だとかシェリーがいるとかわされちゃうからな。Have you had enough? Yes, I see it all. Long ago, my kind hungered for something more and became darkened. この動画、まともに見てなかったかもしれん。They sealed us away. Sealed us away. But you, mortal, such unrestrained power lies at your fingertips. Power only I can offer. Can offer. All you must do is obey. You forget yourself, Darken. I am my own master. あ、ぶつ切り。そんなぶつ切りなんて。まあまあ。もう一回見るか。個人的にこのセラフィンのカードで自分が好きなのはこの横のここら辺のこの外枠が好き。このインボケしててさ。この遠近感あるのすごくいいわ。ここら辺逆にね、なんか汚ねって思っちゃう。お前もうちょっとなんとかしろよって思うな。現に汚しちゃってるし。夏暑そうだよね。カーテン欲しい。で、レベルアップしたらこうですね。さっきの右膝がアンプの子だと思う、多分これが。コーヒーひっくり返して。だって現に若干ひっくり返してますか？ひっくり返すっていうか、染みちゃってますからね。どういうことこれ？ちゃんと髪は染めてる。ライブに合わせて。これ衣装も自作したんかな？見えねえ。まあいいや。実際こぼした跡がちょっとここにある。あとここも若干こぼれてる。これ作曲してるっていうよりかはなんかこっちを組み立ててるのがメインな気がするな。この作業は。このなんかエクステックに詳しそうなディスもいるし。エーコンか。エーコンこれ今なんか食ってるこれ。なんか食ってんな。なんか食ってるわ。
こいつ気持ち悪い、こいつなんだろうなと思ってたら、こいつウージュの精霊でしたね。普通にこれハスコラじゃない？この顔。この顔。多分この顔ダメな人いると思う。会長がスタブ風、2コストで、スタブ風が2コストバースト2体凍結。強いな。ファンクラブの会長はまあ、楽しそうではあるけど、セラフィーン、まあ、波リシンあたりかな。まあ、ビクターとかもなくはないと思うけど、さすがに火力が安定しないか。まあ、リーシンあたりはだいぶありえますかね。あと、まあ、ブグ系が相性いいんで、ブグとなんか絡め、ここら辺か？こういうのとかさ。ブグシナジーのカードでも相性のいいやつらが若干いるんで、そこら辺と絡めて、なんかすることも一応考えられるかな。バルスとかさ。ほら。ダーキンの弓の火力上がるんで、一応このダーキンの弓があれば、スペルさえ使えば火力は持ってこれるみたいな考え方は一応できるかな。爆音ソングスピナーセラナミフィン。まあ、かなりありだと思いますよ。まあ、増位とかもありか。この方向性でいけば。いや、カリスマシンガーを警戒しなくちゃいけないの辛いよね。ピルトーバーからアイオニアみたいなスペル飛んでくる。この新しいスペルがマジで予想できないからさ。なんか、ナミティーフねとか思えばさ、まあコスト1のスペルであればある程度性能も低いし、予想っていうか、ある程度許容しつつ戦えるけど、コスト2はね、いよいよ分かんなくなってくるよね。ルーンテラのコスト2って結構性能高いからさ。2コス33、プレイジ1対スタン。まあ、こいつもかなり可能性はあるよね。これ、レディウか。木の根っこがこうやって地表に出てる場合ってなんか火山帯って聞いたんだけど、根っこ出てるよね。火山帯なんかなこれ。これね。部族の守り手。まずこいつ効果がよ。後ろのドラゴンは多分天なる竜ですね。新カード今僕モバリティクスで見てます。ルーンテラ AR 落ちちゃったんで。召喚時にサブタイプだ。これもうある程度楽しい使い方できそう。今召喚時なんで。時間軸守り手もできるわ。するかな？召喚したサブタイプがブレるから時間軸はないか。いうコストはさすがに弱そう。どうでしょうね。これいいよね。ヌエだね、これね。人間の顔で、魚の鱗で、獣の足で、みたいな。あらゆる動物の特徴を牙持そうか。ヌエとか、まあ、クダンとかかなっていう妖怪、怪物は、こういう伝承ですよね。芋皮。
このあらゆる、サブタイプあらゆるものを統合するっていうコンセプトと、まあ、ヌエダとかクダンっていう、こういうあらゆる動物の特徴を持つっていう、ね、伝承が合わさってるんですごいいいと思いますね。ブグ破壊もね、また配られたし。これポーズ好き。コロンビアポーズ。片言と森だけの森かな。これさ、俺思うんだけど、このイバーロスに沈黙ったらどうなんの？死ぬ？攻撃力ゼロのユニットっていないよ。ああ、間違えた。体力ゼロのユニットっていないよね。9コスト使って出したユニット3コストで速攻でバーストで死ぬかな。イバーロスだとしたらすげえ悲しいなっていう。死にそうだよね。死ぬよね、多分ね。まあ、旅路の常闇の住人がね、スペルのユニットを2つ00で召喚してくるっていうバグはあるけど、それ以外では見たことないんで、せめて01にしてあげてくれよ。まあ、01にしても、9コストで出して3コストで返されて01はそれはそれでかわいそうだけどさ。まあ実質フィアサム持ち。フィアサムよりかは強いか。強化フィアサム。次何？次トップ4か。次トップ4だね。ここでちょっとお花摘みに行ってくるんで、少ししたら戻りますわ。お菓子とか持ってくるわ。よし。ハードゲームのお約束。まあ。特殊効果持ちは沈黙に弱いよね。ゾンビなのに。ゾンビだって、飯は食うし、飯を食う以上排泄しますよ。逆にフィクションのゾンビってあれ排泄どうしてんの？人間食った後あいつらどうしてんだろうね。
実際マジでどうしてんだろう。ゾンビ映画に出てくる凶暴な方のゾンビって。これだけ食って鼻になんか消化器官動いてないから、胃袋に押し込むだけ押し込んで終わりかな。よいしょ。これ使いどころ難しくない？魂の試練。イダオイのよく言ってるやつだね。似たようなカードでね、1コストスロー無防備付与力尽きたら1枚とどうってのがあるけど、アグロであればこっちの方がいいのかな。どうなんだろうね。これはねめっちゃ使いやすいと思う。破棄されるときに召喚できるし、このカードを破棄して生成したメカ用途をそのまま出せばランダムなキーワード一つ付与だから、このカードは全然なんか使い勝手良さそうだわ。これね、バルスくんね、4コス34クイックアタックのグレンスタッツ。レベルアップが多分場にいなくても成立するタイプですね。で、クイックアタックオーバーパワー。で、スペルを打つごとに攻撃力がプラスにされると。ラーキンの意味ここにねえのか。あるわ。まあフィニッシャーとしてオバパ持ってっから使いやすいっちゃ使いやすいですけど、もともとバルスはね、ロルの時点、なんか、まあ、このバルスがちょっと原作のロルっぽくないっていう意見もちょっと聞いたんですけど、個人的に原作のロルのね、バルスの名前と効果の噛み合ってなさにもちょっと気になってるとこがあって、なんかバルスのパッシブって味方が敵を倒すと攻撃速度が一定時間上がるみたいなやつだったと思うんですけど、見るか、ロルのウィキを。ロルバルス、復讐の化身だ。復讐の化身っていう名前で敵ユニットをキルしたら AS が増加するんですけど、復讐するんだったら味方が力尽きた時に AS 上がってほしくないですか？あ、昔のバルスの画像がある。懐かしい。こんなんだったな。
おお。なんかちょっともうちょっと音をフェードで終わらせるとかしてほしい。はい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 。毎回 And we 毎 are 回カチャコンっ back てい to う the ね。top 8 round of the Awakening Seasonal Tournament Playoffs. I'm Excelsior PH. With me is Moonboy. Moonboy, who are you watching here for at the この top 人たち 8? こ I の mean, 休憩中 I'm にどういう seeing 会話してん some の of か your な。 names, some new ones, but I'm seeing some two spicy players are going to be facing each other. But yeah, I want to see which ones are your picks. Well, I think, you know, in my I believe in Torah, right? We've seen Torah in round of 32. He's really interesting. His lineup is really interesting as well. But however, we can't discount the fact there's still one ex-champion in the top 8 right here, and his name goes by the name of Flying Fish. And this guy is probably one of the better or best players in the region. So all eyes is definitely gonna be on him. What about you? うん。 Yeah, 多分 I've been 誰が also 勝ち残っ looking た at かの the 話を bracket してん right だ now けど、ま because ず you トーナメン know ト表を見せてほしい。 one of the champions that have been one of the first お、 champions here ソラハル in the 選手 season と as シュン well 選手が as 勝ち残ってます someone ね。 to watch out for. 上 It's 位 gonna be 8名 Snipe as 中 we 日 see 本 here 勢2人おり in ます。 the bracket. But yeah, you said Tora being the one that as we were surprised to see a while ago in the bracket. So I mean, オーロラ選手 these だ。 guys are up for it because you know if you already reach at this point in the tournament, oh, we're gonna be spectating Aurora versus Ravecness for today. So if you reach already here at this part of the tournament, you are so near to the finals that you can actually taste it a bit with at least like around 2 wins, and you're gonna be right there in the finals if you do try to defeat some of the other guys here at your very own tournament ladder. Yep, and this 8 players right here, they are also 1 win away to a ticket to the World's qualifiers as well. So the top 8 round is definitely a lot at stake right here for these 8 players because 4 of them would be sent home and 4 of them will be オーロラ選手どうなっていきますか。あ、ジンアニーいる。 championship qualifiers later on in the year. But however, ladies and gentlemen, let me just show you guys ABG あれ Aurora BO3 ってチャンピオンかぶりしていいんでしたっけ。 Lee Sin, Nami TF. Oh, there's still Nami right here. And a Annie Jin. So I believe there will be a little bit of changes to the graphics right まあ here later on. これ出場してるってことはいいんだろうな。 One of the チャンピオンかぶりしちゃダメだと思ってた。 and we have yet to see ABG perform well. 地域とチャンピオンかぶりなしだと思ってたけど、いいんですね。 Yeah, I'm looking forward to ABG being always be gaming. That's the guild right there, and you can see that ナミ D シン、ナミ TF、ジンアニーですね。うわ。 Again, the mid was a bit different, so we have to change that, of course. But the non-Ani Jin, we haven't been able to cast 要はナミが強いってこと？ deck as of yet, so we might be on a treat for that one. And you can see here, looking at the Ani Jin deck, man, this is as aggro as aggro gets, man. It's when you're looking at burn, this is it. Even carrying 3 decimates to the ロッ board クコ as ストになっ well. た And what the strength 皆 of 殺しの王 this, の 迷わず3積みしております。 you know, of this deck is just to keep on using or keep on putting down 王の3積み。 like I get their skills in like 王の3積み残りや陣以外全部3コスト以下。 from the physical body of Legion Rearguard 素晴らしいなこのデッキは。 down the line. And of course, Legion Saboteur dealing 1 damage by even just attacking as well as Boom Crew Rookie. So most of these units just deal damage by using their skills and just keep on damaging the Nexus down the line so that man, I mean, when ノクサスカード20枚、ルーンテラカード20枚ってバランスもいいな。 is always top deck, so you don't have to worry about that. You only just have to top はい、 deck. 先ほどの So 方 let's です look ね。 at Vexus right now, Moonboy. Yep, Ravexness on the other hand, we have seen him played in the previous rounds as well. Starting off with his Akshan Siver, we have not been seeing this deck in the ladder, but it is performing really well on the tournament format right here. Following up by one of the best deck in the format right here, the Fiora Pantheon, and finishing off with Lee Sin Nami as well. So this is a really strong and really aggressive mid-rangey lineup, and it's all down to, you know, how Aurora is gonna deal with Ravexness, because this is a really strong and solid 3 decks lineup for him.
Yeah, I'm looking at the Lee and Nami being possibly banned in this lineup. But let's see. It depends as to his opponent as to how he will be banning this. But look at the deck right now. It's going to be Ashen Severe. Can you explain us how this will work right now, Moonboy? Well, we have not seen this deck in tournament format for a while, right? And recently it came Yeah. back because of those equipments support that it could provide for Severe. So, you know, and it's all going to be leveling up Severe and stacking those keywords onto Severe so that she could share them among the rest of the crew or rest of the board as well. So you got things like, you know, combat cook that could potentially give him additional keywords because of the equipment as well, and dark in blood letters. Like, this is just all you know, putting so much aggression in this deck, and they're just all about, you know, 流差ピン差しなんですね。流差と拒絶の儀式ピン差しで欲しい時に手札に持ってればいいだろう理論。まあ確かにな、流差、まあ流差とまあ拒絶の儀式2枚とか手札に来たら結構腐るもんな。まあなんかこの前いつだかの大会で拒絶の儀式2枚手札にあったことによって功を奏した選手も確かいたけど、なんかスペル3積みじゃなくて基本的に2積み2積みで広く見てますね。You were in the position of Revexness. I was thinking, or let me answer first. What would possibly the ban right now for Revexness is I'm thinking it's a bit too fast, so maybe the Anijin will be targeted right here. What do you think of that if you were Revexness? Yep, definitely, right? Definitely target the Anijin, put it out of commission. There's no way that Aurora could come in with his burn shenanigans. And maybe on Aurora's side, you know, you don't really want to deal with the Lee Sin, perhaps, you know, or even you know, banning the Pantheon Fiora just because it's the best deck in the format, and there's ways for a Demacia deck to deal with, you know, Lee Sin and the Nami TF. So, you know, this might be the way ahead of the game plan coming in from both players. Yeah, yes, indeed. So this is going to be the possible bans right now, but we'll have to see which ones of our players will be they be banning down the line here for the top 8 match between Revexness and Aurora. As Moonboy has said, this is going to be one of the ABG players that we're going to cast right now. And for Revexness, I'm not seeing any clan associations. ちょっと僕の口数が減っているのは、よりにもよって持ってきたお菓子がせんべいで今バリバリ食ってるからです。And now it's going to be Fiora Pantheon on the side of I think that's going to be on wait, Revexness is carrying Revexness, yeah. So Revexness and Annie Jin is right here, man. It survived the ban, so it's gonna be played right here, right now, boy. Yep, this is not a good matchup for Aurora, right? This 4 units in Aurora's hand. Yes, オーロラ選手は以前の大会でも確か活躍してましたよね。Turn number 4, Fiora is going to be coming right to the field, and she's gonna be taking out your units one by one, and those units on the ground, you know, the attack is not so high, attack value is not high, and you know, it's free food for the Fiora to take, and as long as Fiora kill 4 units away from the board, it's gonna be game over for Aurora. So, you know, he really have to start and plan ahead. How should he move around in this matchup? That's right. And now from Aurora, if you're using this kind of deck, it's like more of a オーロラ選手、潔の良いアグロ。 right now. And now you can see the Annie is going to be attacking as long as with the rear guard, and that's going to be dealing a potential 6 damage from the side of Aurora. And now also, let's look at this. That Mountain Goat is going to be これチェインベスト使ってアニー取りに行くんじゃないか。いや、チェインベストはフィオラにつける。This is still going to pull down the damage potential, but this is a crucial trade. You really have to do this as soon as possible. And look at that. Yes. Oh, just 考えを変えた。 destroy 気が変わった。 Annie right from the bat, and of course he's going to be taking more, but that Annie 一応強熱で取られますが、強熱をユニットに切らせることができれば御の字か。いや、これブグを装備したらまた化けるぞ、これ。
or even that kill away with the Annie, because he still got the goat on board. He still have a defender for the next turn. He got himself a gem as well to heal back. 仮にポツポツのアットが来た場合、ヘルス3になっちゃうんで、強熱でも取れない。And Aurora, yes, he have to start the burn going, and hopefully he try to close off the game by turn number 6. If not, it's gonna be too フルが late. ヘルスに上がったらかなり変わる。By turn number 4. まあ即時で選ばないってことは多分ないですかね。はい、フィアサムがつきましたね。いや、臆せず攻める。すごいな、処理のことは考えない。Aurora just taking the damage to his Nexus, a total of 7 damage. So this is gonna be it. I think that you just have to make sure that your units survive in your own if you're on Aurora's side. 導きの手で回復あんの偉いな。Oh, he uses a Sunhawk to block or even stun that 5-2 goat. Okay, that's gonna be effective. Wow. I'm not sure if the Sunhawk would make a right play. Yes, he could stun the goat, right? And then Fiora would be coming down. And Aurora could go for the swing and then use a Noxian Fervor to trade off with a Fiora. But, that is the best scenario for Aurora. And it just falls down to Revexness, right? Is he going to play the Fiora? I don't think he's just going to be playing the Fiora without any protection. 余地は残しますよね。32を22で止めて13を03かな。And oh, he even puts down a crack shot force here. He is in it to win it. He just went and committed. で、これで、03スタンしちゃうのか。違うわ、スタンしね。ジンが場にいないからスタンはないわ。Getting favorable trade with the Broadwing right there. And okay, this is gonna be it. The Grenadier is gonna be taken down 2-3. Oh, wow, he's shifting it over. So the Sunhawk, and still 6 damage is gonna be put in with this turn. Yep, I mean, I think right here, Revexness really have to mitigate as much damage as possible, and Aurora have to dish in as much damage as possible. 残り4点くらい放熱があるから。So, Revexness is sitting at about a 12 HP, but Aurora though, he's running really low on gas as the turn goes by. 2 Noxian Fervor in his hand, yes, but that's only secure 6 points of damage for the next turn. つまり見た目上、あと斧の1枚引けば勝ちか。This is quite a show, guys, and as we can see that the challenger has been activated still, stun right there. Challenge activated by the Saga Seeker, and on the attacking turn or on the attack token turn, we are seeing that the Petricide, Broken Petricide, is going to be buffed up by the gem as well to make sure that it has enough health for the extra damage. But look at that, that Fiora is going to be put down. Possible targets for that would be, of course, the crack shot, just to make sure, or even the Grenadier as well, or the demolition as well. これ案外辛いかもしれないですね、オーラ選手。陣が来すぎた。Revexness is on the advantage right now, definitely, Moonboy. Yep, for sure, right? I mean, there is so. He got the Fiora down, he got all the units down as well. There's no way that Aurora could block right here with, the Broadwing and Fiora online. It's just free food for these 2 units. So, Fiora is definitely going to be hooking the Boom Kuruki. And the Broadwing will be going for the crack shot. So, the only play that Aurora could go around this is likely going to be the double Noxian Fervor going straight right to Revexness Nexus. And hopefully he top deck into a Decimate, and that is the best case scenario that Aurora could do right here. いや、マジで潔いな、このプレイング。It almost always happens, man. It almost always happens. And when you get to that 4 health range, that's when it happens. It's like it's already there, written in the text or written in the subtext. いや、もうラベックス選手のハンドに
回復がなかったらもう次トップオノで勝ちなんだ。 And if it does happen here, I mean, Aurora, it still has a chance with the guiding touch. She still can actually just heal up, or rather, but yeah, I mean, it almost always happens. So let's see if he does draw it out. No, nope. Yeah, but I mean, Nope, this is a good turn for Aurora, right? He could go for the Jin this turn, follow up by a Bunkuruki, and then Bunkuruki would trigger the Jin in the process. So he could potentially stun something out of this trade. So いや、やっぱ2点回復できるのが何より強いね。 what is the counter on the Jin as well, but there's no first strike on Jin, so it is looking really bad for Aurora. There's no more bird in his hand as well, so I'm not sure how could he play against, because Revecnus have a really strong post swing or even a good open attack the next turn against Aurora. Yeah, and looking at it right now, of course, the dancing grenade will not be used in the guiding touch. As I said, of course, will be one tool that he uses, and he gets a single combat from that draw, and that's going to be one more tool that he can use, maybe even using the goat to kill off the Jin as well. And because if he uses the Fiora, if it gets flipped, いや、序盤も序盤のマウンテンゴートにチェインベストでタフをつけたのが強かったね。あそこでアニーが落とされちゃって一気に勢いが落ちた感はあるな。アタック時効果を発動させません。つまり次トップで斧を引いても勝てません。I don't think, yes, Jin is going to be level up right here, but Revecnus have a really good counter swing later on. So I'm not sure how, Aurora could play out of this one, because as of right now, もう it's just not 次ジェム使ってオープンアタックすればね、フェイト。And with that guiding touch, Revecnus just went further away from lethal range, even if he gets, because of, I mean, attack token is going to be on the side of Revecnus on the next turn, so it's definitely an open swing. これはさすがに火力が足んないですね。そして導きの手をもう一枚引いてきた。これは強い。で、フェイトで火力を2上げて、さらに火力を2上げて、対抗列引っ掛けてアタックですね。まあまあ、まだまだクォーターファイナル BO3 まだマッチセット1ですからね。I'm guessing why he didn't ban that antigen. He said, I can handle that antigen any day of the week, and I can do this all day. And Revex's Nexus is going to be これからジャッジメント。Revex's Nexus. So, yeah, that's これからジャッジメントは許されないな。He knows what he's doing right now, Moonboy. Yep, I mean, that's the advantage when you have Fiora on the board against a burn deck like this, right? The Fiora is just there to just bully and put on pressure on the aggro player. But I'm not really sure how is Revecnus will be able to, entertain or even deal with the Anijin the next turn, because, the Anijin is just going to be so aggressive against the Lee Sin Nami, because the first 2 or 3 turns is just the weakest point of the Nami decks, and if Aurora could take advantage of that, he will be able to have an early lead and just burn him down ASAP just before the Lee Sin comes down. That's right. And now looking at the なん next となく次は波対決になりそう match, だ。 as you said, I'm thinking that Aurora will indeed use that burn deck still, and there you go. He uses the antigen yet again. And of course, Lee Sin and Nami あれ、このお菓子同じだと思った。違う、名前が違うこれ。同じお菓子だと思った。名前が違うんだ。Lee Sin right there. There you go. The disciple is going to be put down, or rather on the hand. This is going to be the second match between Revexnus and Aurora パッ after ケージ紛らわしい。 gets that first win, and looking quite healthy in terms of the hand right now on Revexnus side. あ、陣屋に Aurora side.
VS、波リーシンですね。いやーしかししっかりアイオニアテルストーンで回復できるようにしてますね。もう波デッキってなんか3ターン目までパスするイメージあるから。Aurora is just gonna be doing so much damage later on. You got a Legion Saboteur in his hand as well. He could go for the Task Speaker too if he chooses to. なんかリーシンに愛されてますね。 He's going for the Task Speaker and he's just dealing 1 damage to the Nexus and then dealing more this turn as well. So Revexnus is on the back foot. He have a choice to take. Is he gonna fire off the double trouble this turn? Yeah, I agree, man. It's like it might be a double trouble turn right now. Just to get the body block right there. Even if you're fortunate, oh man, not as fortunate as he これ was. ね、1-0-3のね、プレイオフのやつが出たら熱かったんだけどね。With the overwhelm coming from the Task Speaker right there, that's gonna be total 5 damage, especially with the Annie uncontested as the moment. There you go. 傷なき乙女か。傷なき乙女が出たら、アニーをブロックできる1コスユニットとして活躍したんですが。あ、これはアニーを止められない。アニーが回ったぞ。Yep, I mean, Revexnus fired off the double trouble in turn number 2. That really brought the game plan back to level up Nami, right? And right here, Revexnus might have to, アタックに欲しかったっすよね。タイガーの歌声ようにね。To have an additional blocker because Aurora is not gonna allow Revexnus any breathing room. He's gonna play the Task Speaker this turn. He's gonna play the Saboteur this turn as well. So it's gonna be putting so much pressure onto Revexnus that he have no choice but to put down units just as. 次なんかスキル使ったら陣見せんのか。まだスキル2回か。The disciple may be a blocker right there, but there's a lot of units that may be put down on the side of Aurora, and as you said, okay, Saboteur, the speaker, and now he instead puts down Anami, and he can actually use it as an effective blocker with that healthy. で、陣を見せまして、ネクサス2点飛んでいきます。One more damage to the Nexus after the speaker already activates his own skill as well. There you go, and a Saboteur to cap it off and deal extra damage. Now, when there's a favorable trade, Moonboy, 実際このデッキなんかアニー取れなくない？リーシンくらいしか取れなくないか。リーシンが着地する頃にはアニー裏返ってるぞ。Yep, but I think at this point in time it's not a problem for Aurora because as long as every turn you push in more and more damage, right? That is what he wants to achieve and that is his game plan. And Revexnus, however, he got 2 Ionian Tailstone in his hand. That means that he got a total of 6 points of healing if he chooses to go for the health pot as well. So, he's not 入ってるヘビメタ確かに。 but he's not looking great because the resources and everything is just running low. And Aurora though, he's just putting in so much pressure, right? With the Demolitionist dealing 2 damage straight right to the Nexus as well. And he could even stun something else, right, with the 2 mana 4/4 as well. So there's so much damage moving through this turn. Yeah, so much damage indeed. Oh, I mean, I'm looking at it right now, and it's a good board that we're seeing right now on the side of Aurora. You see a lot of aggro. This is how you build up your aggros, guys. 一応アイオニアテルストーンあるけど厳しそうだな。Sometimes you don't have to have favorable trades. Just make sure that those skills just go on to the nexus of the opponent, right? Just make sure that they get activated. And right now, you put in a good point, right? There's some kind of insurance on the side of Revexnus with the 6 health pots or the 6 total health gain possible. さすがにそうね。アニーをレベルアップさせてから殴りたいですよね。で、さらにブロッカーをアタックする順番ではなく、スキルをもう1個打つことによってブロッカー減らし4点のアタッカー作り、
his deck is all about, right? This amount of aggression and this amount of burn, just constantly going straight right to his opponent. And right here, he could even manipulate combat with this stun as well. So, you know, Revexnus have そうですね、バンせずに勝てるというね、自信がある上で出してるんでしょうから、素晴らしいですよね。But nothing is valuable to bounce off, right? Whatever you bounce up is going to be coming back down and dealing more damage to you if it returns back to the battlefield. So, you know, Revexnus have a big decision to make. How is he going to withstand this big さあ、たまらずブロッカーを出す。Yeah, it's indeed a big swing that's going to be coming in as total 7、8、9。 uncontested. あと3回スキル使えば陣が裏返る。 That's such a dangerous spot to be in if you were on Revex's side. And this is what we were looking at にしても辛いな。 pre-mesh, right? So we're looking that it may be dangerous for Revex's to be at this spot, and now he instead uses his own health potions coming in from あ、エンジニアさんこんにちは。ミラー配信、目覚めし者たちのシーズントーナメントプレイオフミラー配信、現在クォーターファイナルですね。That's too dangerous to be to a spot to be on right now, boy. Yep, I think he's not saving any time, right? He's immediately firing off the Tailstone into another potion as well, so he could survive a little bit longer. Yes, he is, you know, he did survive this particular attack, but he's down to 4 damage, and we know what time is it. We're moving straight right to turn number 5, and if Aurora tops deck the most awesome card in every single burn deck, you know, that might be the card that win him the game. I mean, that's what 厳しい。 the aggro users are always wishing for. A top deck decimate right when it counts. And he's going to be down to 4. And it's the exact mana that he is going to be in. Right? And 次 DC に出しても捨てるマナがない。 the next turn is still going to be dangerous. Considering that Tibbers may be put down. Jin could be activated. Well, there's a lot of burn options still that can maybe coming in from Aurora. But he's with this line, he's gonna be down to 2. ここからまくる展開、ワザップ。 Still dangerous spot to be in, considering all the skills that will be activated on Aurora's side. Yep, I'm sorry. I think Decimate is not 5 mana anymore, right? It's 6 mana right now. 捨てるマナないと厳しいよね。 Yeah, but you know, Aurora is still having the upper hand, right? He got the Jin in his hand. He got a Annie in his hand as well. But I'm sorry, I'm just distracted with that top deck. Yeah. Lethal できました。 Lethal right there, ladies and gentlemen, as Aurora drew himself a Demolitionist, and you know, you just have to be really careful if Revexnus have a 23から22にナーフされたけども、未だに強いわ。 And this was the card that I was looking for a while ago. I was actually mistaking Boom Rookie for Demolitionist, but I was thinking this is not Demolitionist, so I was looking for it. どうやって戦いって言うんだ。これで BO3 セット2、このオーラ選手が勝ちまして、1対1。 What's usually happening with a burn? You would want to be in this specific position because you get top deck. すごいな。まず一生ジンアニで取るという気迫を感じたな。 On his hand, and yeah, I mean, apologies, guys. We were thinking that we were thinking of the past, the golden days where Decimate was still 5 cost. Man, it's 6 cost now, but it doesn't do anything, man. It's still going to deal 4 damage, and it's still. 今ね、5コストあったからさ、5コストあって、残り5コストあるのに、オの引いては6コストだから使えないねっていう展開来るかなって思ったけども、普通に2点、まあもしくは強熱も確か入ってたから、強熱引いても勝ちか。The world's qualifier this year, and it's gonna be a Nami mirror right here. ナミミラーですね。 The difference maker, right? Who is the better Nami deck? Is the Lee Sin variation, or is it the TF variation? The TF variation focuses on the you know, comboing of the elusive units as well. But however, with the Lee Sin variation, you got that special kick with the Lee Sin. Oh wait, it's Action Pantheon. あれ、アクションパンテオンなんていたっけ？ That was the deck that was that had to have a graphics check. So yeah, so that was Action Pantheon right now versus Lee Sin Nami. So wow, okay, it's still going to be. これはミスとかではなく続行でいいのかい？ As you can see,
that there's going to be a lot of あ、 things 続 that 行 have ら to し be done with this matchup, and you can see Aurora just will い。 have 番内容を大会運営側が把握し、間違えたんか There's な。 nothing here. There's a lot of options for you to contest right now. Even putting in putting in some more units. あ、 on バ the ン side ド of 並み、まあ Nexus. 海外も言え But そうです in け terms ど of ね。 this matchup, Moonboy, what do you think what do you think has the advantage here? Well, I think statistically speaking wise, the Akshan Pantheon have a 52% win rate against う Revexness. ん、なんか試合続行しているところを見ると、大会運営側が間違えてそうですね。 Right, we can't discount the fact that Lee Sin could pull off some shenanigans later on, and Revexness is running on the Nami level up, focus route right here, and is looking great, right? He's looking on track to level up Nami as long as she drops into the field. And right here Aurora though, he got the Pantheon ready, he got those stacks up as well. So I think it's still pretty even right now, but Revexness have to draw into his Nami to let his engine run. If not, he's going to be relying on the Fleet Emerald Shelly, and it's not going to be looking good because those Ruthless the 2-mana spell, right, the Ruthless Predator in Aurora hand is going to be ダブルトラブルっていうか、ただのポロパーティーでしたね。 Yeah, indeed. That's when you try to challenge one unit with the Ruthless Predator, and he draws out the Saga アクションいい right 武 now. 器持った And ね。 he can actually try to develop more of the Saga Speaker or Saga Seeker just to make sure that you have a bigger unit on hand and one more unit to deal more damage to Revex's Nexus. And looking at that, you have a Poro Fly, and if I remember correctly, that's a Sinister Poro on his side of the board. Those are not the ones that you would want. Those are not the favorite ones or that you would want to have on your side. But yeah, still Chump Block is a Chump Block. And when looking at Revex's, this is on the other side of the spectrum you don't want to be in. Like, it's all units, right? A while ago we saw one Nami Lee Sin user, all spells and no units. This one is all units. Right. This is unfavorable for him. He's not going to be able to develop the units and give them buffs down the line. 逆にテルダが凝り固まっちゃってさ、何もできない。アティウム無駄にできないし、リーシンとシリ出せないし。potentially put a 2-2 on the field and just have a good block against his opponent as well. So I don't see why, that would まあ、しょうがない。アティウム無駄にして。 And with this move, right, it just creates so much opportunity for Revexness to widen up his board and have a good defense against Aurora. あ、強いね。フェイト発動しつつ、アクションも進み、判定も進み。 Just as he's going to be on the attack token, and that landmark is just going to keep on ticking as he just tries to target his own units. Now, of course, the question is he going to be attacking right now, or will he? 次のターン、ちょっとアクションパンテオン型側やることないかもしれないですね。 You have to keep on putting the pressure. You have to destroy as much of the units on the Revex's side as possible, because if you don't, those tokens down the line will be developed. なるほど、並べる。 These will be developed, and those このゴーストずるいって。 enough spells right now, or even spell mana, so that for the next turn, if Revex's puts down the Fleet Admiral Shelly, he will have 窮地の選択、こうやって生成されるから、フェダに窮地の選択あっても必ずブグってわけじゃないのか。はい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 。じゃあ次のターンにアクションレベルアップですね。であれば、偏見ドローできるからやることは何かしら見つかるな。ここからラベックス選手はリーシンで巻き返せるかどうか。that is probably what he's trying to do, right? Or he could go for least ダブルトラブルこれ112対はちょっとしょっぱいね。でもまあシリーとかで強化すればこのスペシュは輝く気はするけども、そこまで試合がもつれ込むかどうか。 That is what makes this Lee Sin deck really difficult, because there's so many different lines of play for you to choose. You just have to pick the right one at the right moment. Yes, indeed. And now
course, you see that flip action, and it's kind of a dangerous パンティオン置いとくのもまあありですね。そのでもフェイトっていうか、フェイトを育てたりとか、パンティオンのカウントを育てるために味方を指定しておきたいところだと思うんで、その手のことを進めたいですよね。アクシャンとか引けたらいいですよね。アクシャン裏構え出たら楽しそう。おーっと、リュウサいいね。でしょうね。この後リーシンがやりたいことを考えれば。オーロラ選手、ピン差し、リュウサと共通の儀式、確かピン差しです。ピン差しのリュウサをここで持ってきた。まあ、ラベック選手、ちょっとリーサルのプランは遠くなってしまいましたが、ここはおそらくリーシンにチャレンジャーとバリアを付与して、アタックを1上げて、アクションを引っ掛けに来る感じじゃないと、おお、すごい。こらえた。これでコンバットでなんかされて、ユニットを失って、盤面を失って、だったら、あとカウントも進められてか。なんてされるんだったらもうパスした方がいいぞという判断ですね。that Lee Sin as early as possible. You don't want that the Lee Sin to be biting you back or kicking you into oblivion down the line. And now, of course, putting down the Vicarum Vagabond into another landmark, another palace right there. And that's これめった切りかな。めった切りで D シーン引っ掛けつつかな。あ、ちょうどシェリーが来たから引っ掛けがいのあるやつが来ましたね。めった切り強いね。To just keep on developing. So let's see how he if there will be an immediate action coming in from Aurora to remove that Lee Sin. Big question mark for Aurora right now, right? Who is the more valuable target? Should I use a Ruthless Predator and a Quicksand to take out a Lee Sin? Or should I use a Ruthless Predator to just remove the Fleet Armor Shell now? Because, you know, there's so many different options, but I believe, you know, Aurora is Shelly and hopefully baiting Revexness to use the Lee Sin as a blocker this turn against the, 武具を装備していないので、窮地の選択はプラス1しかない。ここは11のポロを差し出すしかないかな。One of the 1-1s is maybe the Sinister Poro just to block that 6-4 in. And now, looking at the side of Revexness, he's hovering over some of his spells right there. And I mean, I think he wants to develop some more, right? Maybe シェリーの効果をシェリーの効果を発動させておくという考え方。6 damage is going to be has to be contested right now on the side of Revexness because he's going to be down to 5 if he doesn't defend himself. There you go. ああ、追名人しかいないんだ。なんかアティウンなんでなんかピルトーバーの機械技師とかも入れていいんじゃないかなと思うんですけど、入んないんですかね。He took the bait. Aurora's got the perfect answer right here, and it's gonna be that Quicksand, right? Giving it -4. And if Revexness play into it, and that's it, right? The Lee Sin is gone. But however, Revexness immediately withdraws. まあそれでも6枚だから毎回引けるとは限らないですけど。That was a good move coming in for Revexness. Do not play into that Lee Sin trap. Yeah, I mean. レシピも覚えてないわ。てかレシピ毎回出るわけじゃないからわかんねえ。I'm gonna try and block with my Lee Sin with barrier, and I know that there are a lot of
there's a lot of mana from your side that you may use, and there might even be a quick sense of nope. I'm リーでも DC でもテンプレは大体名人だけ。やっぱじゃあ3コス21アテューンといえど3コスは重いんだ。 now, of course, still 多分そういう判断ですね。重いから。だから拒絶のマナを残しつつ2枚ドロー。拒絶ないなったらどうだろうな。でもまあリーシンバイアハッカーな。でもイライラクラゲウオとかを出さないと1コストがないからリーシンバリア張れないのかこれ。Yep, Lee Sin is not flipped. There's not enough spells in his hand to go around to, protect or even, have a. これでアクションに力つけてもいいことになったんか。 So I'm not sure how Revexness would be able to play out of this one because there's so much pressure that Aurora is putting on. Yes, if Revexness wants to take out the Shepherd, でもこのターンはもうパンテオン着地させてさ、なんか1個適当にスペルめった切りとか使っといてさ、次のターンもう1回バーストでアブゾルバー1回打っといて、おやここで使うか。ここでリーシンと相打ちをしに行く判断。なるほどね。でしかもおかげでアクションのカウントが2も進んだ。アクションのカウントじゃねえ、アクションのランドマークのカウント。さあスタン。これによりリーシンにバリア張られますが、そもそもスタンされてしまうのでブロックストライクはできない。ただ盤面がいっぱいですね。盤面がいっぱいでリーシンのバリアがあるのでアクション裏で追撃するのも厳しいですね。Yep, I think Aurora's right here. He could still use the Akshan Champion spell to actually remove one of a unit away from play. Yes, Revexness is tap out right here. 割とうまく耐えてる、リーシン側がうまく耐えてるようにも見える。オーロラ選手が若干攻めあぐねてるかもしれない。これで開けますね。これで1体処理して次のターンの開始時に宝物庫を開けると。砂手バリアは多分もったいないって判断したんですかね。あ、入ってんだ。さあ万人たちをまだレベルアップしてない状態でパンテオンを出した。この後のねリーシーンが何してくるか分かんないんで、負け筋を考えるとっていう感じでしょう。波が出てくるがそもそもハンドにペルが少ない。めった切り使ったらパンティンを裏返りそうだな。Yep. So I think it's definitely going to be Ruthless, a Predator, going into the Pantheon and targeting the Nami, right? Just remove the Nami so that he could ワクワクドキドキ shenanigans later on. 5連キーワードガチャの時間です。The Lee Sin later on as well. So there's not so much to be worrying about. And スペシを持ってますね。スペシルーシブだね。スペシルーシブインパクトだね。チャレンジャーあるからパンテオンでリーシンを引っ張ることも可能っちゃ可能。いや、なんならオーロラ選手ゾラーニっていう追撃も待ってんのかこれ。強いな。なるほど。てかスペシは万人の盾だ。スペシは万人の盾です。
looks like quite. Yep, you quite, could use the challenger. quite You could use the challenger to actually challenge the Lee Sin onto the Pantheon, and then right Nami onto Akshan, and you know you could just quick send the barrier away from the Lee Sin as well. But however, I think this is the choice that he's gonna make. 燃えた。 And Aurora still have a 宝 lot 物 of 庫は counterweight 燃えまし later た。 on in the rest of the match as well. So he's still comfortable. There's spell shield on Akshan and Pantheon, so the kick is not gonna be doing too much to Aurora. チェリー。 This is gonna be it. No, De- he went and put down. はい、武具を付け替える。 That Fleet Admiral Shelley, but it's not going to be as helpful as で、先見 it ドロ was ー when。Nami was here. But yep, look at いや that. ー、自鉄鋼もいいし、 Yes, to protect and also まあ、どっちかっていうと砂漠の決闘だよね。 There's a There you go. duel. That's your duel. Nice, nice. It's gonna be a removal tool for that Fleet Admiral で、シェ Shelley. リーを取る。 I mean, I リーシンにはあくまで、こいつの儀式とリュースがあるから大丈夫という考えですね。詰将棋のようにじわじわと真技で首を絞めていきます。 Wow, I mean, oh, Ionian Tailstone, that's a good one that Revexness could, you know, potentially take advantage of, but I'm not really sure if it's too late, right? Lee Sin is not level up yet. There's not enough spells in his hand as well. So, I mean, he could just use and take advantage of the elusive unit, but Pantheon, on the other hand, is elusive as well. There's no buff. さてはこのデッキ強い。まあ、序盤からアクションでしっかりアタックストライク通していったのが強かったですね。あとまあ、ダブルトラブルがかなり下振れた。You had a strong start in the first match, but with the two decks that Aurora has left, he has actually an advantage right now. And the Wandering Disciple is going to be put down on Rebecca's side. He may even, I mean, he cannot put down the Burble Fish right now because look at that very, very. 西田さんいらっしゃい。こういうなんか配信としてちゃんと配信したいときは、僕はあれですよ、ちゃんとコメント表示してますよ。その代わり、コメントできる方は僕のチャンネル登録者のみにしてるんで、そうですね、最低限、ボットっていうかスパムが入り込まないようにはしてますけど、もうね、スパム、チャンネル登録してコメントしてくるスパムはもうどうしようもないと思って割り切ってるんで。I mean, it could slow Aurora down later on in the you know next attack as well. Yes, it could slow him down, but Revexness is at 5 HP. Like that's not the amount of HP that you want to be in, right? Right. Aurora could even put the weapon onto Akshan and potentially you know get a Solian. 許しまして。で、新章が生成される。There is still lots of plays and lots of different lines that Aurora could do against Revexness. リソース、そうっすね。シェリーとか波を徹底的に除去されちゃうと、こうまで辛いかって感じですね。Since there's also elusive, but there's overwhelm right there. I'm inkling to be on the next turn right now because はい、ウージュスタイル、リーシン攻めるしかないか。But it's not gonna deal that much damage, right? So it's gonna be recalling or gonna まだレベルアップしない。 one of the units back to the hand of Aurora, but he has to be careful which one because most of these guys have value. これはまあエンドラウンドでしょう。 Put them back on the hand. Oh, there you go. I believe It's not gonna happen. I believe Revexness ran out of time right there and he did not even, you know, had the time to calculate and やっぱりシュリーもおかしいよ。 But there we have Aurora got that good attack right here and just closing off さあね、新章やアイオニアテルストーンなどありますが、My apps and that is what Aurora is saying to Revexness. ありますが、 winning this and moving straight right to the top 4 and earn himself a slot for the World's Qualifiers. いや、もしかしたら守りきれるんですけど、いや、それでも無理だな。それでも無理だな。勝者、シュリーマ。そう、オーラ選手の勝利ですね。GG。もうおそらく負け筋を行く上にも警戒したであろう詰め方で、堅実な勝ち方でしたね。
nabbing those wins with that developed Pantheon and that healthy board. And of course, top it off パンテオン普通に活躍してんな。 non-existent buff that is on the side of his opponent. So amazing match. なんかフィオラパンテオンで活躍したのかなと思ったら、フィオラ抜きでもパンテオン普通にアクションパンテオンとかでなんか普通に強いな。ゆうみさんいらっしゃい。パンテオンが処理しづらい。まあバリア持ってますしね。ナンフクラってね、ダブルアタックスカウト持たないか、スカウト持たないとか、ナンフクラって一時期見なくなったんですけどね。で、そこからパンテオン自体には何もバフがなくて、フィオラパンテオンってなったら、フィオラ抜きになって出てくるとは分かんなかったですね。次セミファイナルかな。To restore this legacy is my greatest honor. There's so much to learn. How will I know when I'm ready? 嬉しい。まあ万人の盾でスペシ持ってこれるのはね、実際強い。Good. A clear mind. Blade and mind, honed and sharp. Concentrate, June. See the spirit realm in your mind's eye. I can feel it. It's vast and blinding. A quiet spirit. In each hammer's blow, his spirit lives on. 結構絶望的な手札だな、このマスター E。この手札結構絶望的じゃない？ Violence is and should always be the last resort. おい、どうすんだその手札どうすんだよ。Hope lives in the edge of my blade. 事前の備えしかない。 A calm heart. Each strike spells a new legacy. Alpha strike. なぜかスキップされる相手のターン。Form before strength. 手札弱え。 You are worthy. 手札が弱え。手札が弱え。 Does the wind stop to consider which direction to blow, Master? You are a fledgling child flailing his arms. Voodoo style. Meditation calms a clotted mind. Wu-Ting style! Form before strength. Show me your skill. Come now, is that all? Our opponent was worthy, but inferior. My lesson is complete. まあブグでスカウトをつけれるように。つまりパンテオンは今も昔もやってることはガチャってこと。よいしょ。でもなんか気持ち即席制作でスカウト出てくる確率高いよね。なんかなんとも言えんけど、なんか体感高い気がするわ。バルスってさ、フェドをたくさん入れればいいわけじゃなくて、味方を指定する必要があるんだよね、バルスって。味方を指定する必要があるんで、なんか、このダーキンの弓を生かして、なんか、波 TF みたいに細かいスペルたくさん入れようってやると、バルスが裏返んないっていうことになるんで、まあ、スタイルの指定してることで EC でよくね。まあまあまあ。
大体見たか。っていうか、案外まだ、あと、3日分くらいあんのか。だから1個で10枚くらい出るってことを考えると、あと30枚くらいは、まあこういうのがね、幸福とかスキルとかで、ある程度割り増しされるとはいえ、あと30枚くらい追加されるんですね、こっから。ドラムソロな。プロを発動してれば実質1コス2枚ドロー。ヤフィン・ビクター・バイ・ギブ・イット・オール。ああ、いいですね。このランダムって書いてあるってことは、一応地域はピルトーバーだけのデッキだった場合、ピルトーバーから2コストのスペルが来るのかな。ファンクラブの会長から持ってこれたら、ドラムそうですね。そうですね。わりかし持ってこれるんじゃないかな。コスト5のスペルだけで選定するんで、このコスト5のスペル分のドラムソロがある3枚のうちに確率だから、そこそこ持っていきやすいと思いますよ。ただな、フローをどう発動させるかっていうのとかが、バリスティックボットとかで頑張るしかないか。あとこれゾーンの警備兵、これか。これ、かなり盤面に残ったら強い。ここにいるんよな。こいつの右手何これ。何であとこれね、3コスリコールね。3コスユニットもしくはランドマークリコールアタッチもしくはブグメタ。なんかついでみたいにアタッチもメタられちゃったよ。あとはまあここら辺か。このカルティスト勢か。2コス55変化。成長か。フィーラーに対する最強のカウンターカード。突然フィーラーが引っ掛けた小物がでかくなってフィーラーが押しつぶされるという現象が起こる。いや、わかんない。そっからフィーラーがまたでっかくなるかもしんない。何かしらで。バリアを持つかもしんない。2コスバーストスペルシールド。プロよりかはね、条件簡単だから、さすがに即席制作系は来ないね。これ以上は。バルスアクション、ありえそう。全然組めそうですね。アクションがだって2コストでスペシャル貼るんでしょドダーニの鎌持ってた場合。これもいいですね。無限に。ずっと慈悲なき利益持ってこれんの。
まあついでに味方して、そうですね。これも全部来る。突然22のアクションが55になる。あれ君今、22だったよね。これ後半のリソース補充として優秀だよね、これ。全然アグロでさ、アグロで後半に2コスト2枚ドローされたらもうたまったもんじゃないよな。軽い構築にすればその2枚もガンガン使ってくるわけだし。君はアティオ持ってんのあ、こいつアティオ持ってたんだ。初めて知った。俺この効果しか知らなかった。3コス32で条件でイルシブかなと思ってたら、こいつアティオ持ってんだ。へえ。よ。アクションは調整されてないんじゃないかな。多分されてない。アクションループが流行った時になんか使用上の変更がなんか1個あったような気がするんだけど、直接的なアクションの変更ではなかったかな。多分ない。いやもう忘れてるかもしれんわ。ダーキンの弓ってさ、手札にある間、もう火力上がんのかな。なんかストライクせずに攻撃力を使い回す手段。だから残虐みたいな感じで、なんかストライクせずに2コス50の弓を使い回すみたいな。2コス10の攻撃力を使い回すみたいなことないかな。いやまあ、しゃあない。無理だな。ストライクしちゃうな、どうしてもな。ダーキンの弓で攻撃力10になったユニットがオーバーパワー、リーシンにさ、オーバーパワー付与してダーキンの弓持たせて、チャレンジャーで竜の怒り発動してもらった場合ってどうなんのかな。キックをしてストライクした瞬間に、両方ストライクした瞬間に攻撃力戻っちゃって、戻った攻撃力でオーバーパワーでネクサスアート殴んのかな。ストライクした時に戻る処理が即時入るのが、処理が終わってから入るのか。あ、でもまああれか、果たし合いとか、果たし合いだな。果たし合いでなんかストライク空打ちさせてみたいなコンバットトリックで対応されそうだから、それはできそうだな。多分キックだけバフされますね。キックだけバフされて、キックのストライクした瞬間に元に戻って、ネクサスは普通の2つで殴りそう。俺はこの環境何回沈黙を歌えたイバーロスを見るかな。イバーロス使われっかな。どうだろうね。こんなもんかな。ひらめきってこれセラフィーンのやつかい。セラフィーンのやつだ。セラフィーンが乗ってる台だこれ。あ、リスの足跡がある。セラフィーン懸念。
セラフィーン懸念？どこがシナジーするんだ？よし、見たな。バルスのレベルアップサポート。まあ、アクシャンかパンテオンか、その味方指定する系のやつだ。がいいんじゃないですかね。まあ、ブグとかでも指定できるけど、ブグは効率悪いからな。で、バルスはラウンドじゃなくて回数なんで、うん。回数っていうか、まあ対数っていうか。コピーされる懸念のスペル、そして出し入れされてフローとともにスペルを生成するセラフィン。What is up, everybody? Welcome back to the Awakening Seasonal Tournament, and we are down to our final 4 players of this セラ tournament. フィンを5回出すってこと？ It's gonna be sweaty, and they are going down to their very last HP. でもセラフィンの、それしてるとセラフィンの進化、レベルアップはセラフィンの生成で賄うのか。Also live from my home, I'm casting this right now. No, I'm 盤面が持つかどうかですよ currently ね。 frail, man. It's cold right here. Look at that, and of course Sejuani is right there in my back chilling because Sejuani has not been played in this tournament. So anyway, we are now at the top 4, guys. Top 4. These 4 players. スワハル選手勝ち残っております。初戦のすごい分回って勝ったトラ選手に対して 2-0 ストレートで勝ってる。すげえ。で、先ほどラベックス選手を下したオーロラ選手 VS トラハル選手ですね。セミファイナル、これ勝てば決勝戦です。セラフィン新しい、まあセラフィンで生成したスペルは新しいスペルなんで、っていうことだと思います。It's the same. It's the same. The same decks. It's going to be. 最初のこのコピーされる懸念のスペルは俺もよく分かってない。でもまあ、セラフィンが出し入れされて、スペル生成するっていうのはまあ、一応わかるけど、そう感じだもんな、ジリアンと違って。あ、懸念のスペルでセラフィンのレベルアップ稼ぐつもりでした。you know how his opponent is going to respond, but take a look at this list right here for Akshan, Lee Sin, Excelsior. Let's bring us through it. 僕はてっきりセラフィンのスペルで、セラフィンを何回も召喚して新しいスペルを量産するのかと思ってました。As we saw a while ago, the whole aesthetic of the when you have action is just to keep on developing so that your palace gets to flip. But now you have Leeson right here in terms of the of 最終的にそれ懸念いらなくなりそうだな。 plus the part where you have a lot of options to just answer the opponent. Now moving on to the Fiora Pantheon. I think this is the first time we're going to be seeing it. We're going to be trying to explain it right here. But Fiora Pantheon is already going to be it's already popular, guys. You know, セラフィンのレベルアップ効果で懸念のスペルがコピー。going in with the equipment mechanic, and when you combine that, that's going to be something that's going to be explosive. そうですね、新しくないからカルマ懸念でやってもろてカルマ懸念なら叶います。There is a variation of this, right, Moonboy? Yeah, sometimes you have Nami, TF Lee Sin as well.
And we have seen カルマ懸 Nami 念 Lee Sin と variant セラ as フ well. ィン But what do you think? Which of these アイオニアだったら variants もう are ほんと like リーシン smarter でいいな for って感じになる Nami な。ペル TF スそんだけ or 使うん Nami だったら。 Well, you know, you might want to use Nami on another side of the field. But ladies and gentlemen, wait a minute. There's something interesting coming here from the 3 decks of Koa. It's gonna アルマゲドンも be 絶対入れるで Nami しょうね。 follow up by a Pantheon 入れる Archetype. か Last な but not least, どうだろう Yasuo Katarina. We have been saying this before this whole 案 tournament. 外サブニャリン that 程度に落ち Yasuo 着くかもしれない actually have a stand in the meta right now. フィニッシャー Yes, 枠サブニャリン those, you know, stuns and those recalls will be beneficial for the Yasuo player, right? Just stunning those big Pantheon moves moving forward as well. With Katarina, you could Blitz Edge and just remove a spell shield for just 1 cost. So, you know, this is a really good deck moving forward. As you like right here in this matchup, we're going to be seeing 2 different Nami variation, a Nami Lee going against Nami TF. And, you know, it's 2 different approach, but I would prefer the TF one, where, you know, it has a little bit more flexibility and more combo to it. But take a look at this list right here. Katarina 当たり Yasuo のやつをだ。 is nothing too different from what we usually have seen, right? But Ionian けど Master right here is gonna be allowing Yasuo to have an additional ユニッ attack ト as well. 13体 You know, Katarina having those scouts or even a rally after a second level up Katarina has dropped onto the ground. And with 雲 things like 雲 Momentous 武器 Choice, 生 you know, 成 Memory Cloak, like these are all 誰 really だあれ good addition onto this deck. So all eyes on this. 相手 If か this is not banned, Yasuo Katarina is probably going to be one of the most interesting deck to be looking out for in this whole match. ヤスオはパンテオンに強い。 Yes. Oh man, this is. ページがなければ This is quite, if I say so myself, it's in terms of the tournament meta. This is going to be quote unquote spicy, but not セラフ really. ィンはね I've 召 seen 喚 this 時だから before, but in this tournament, this そういう is 運 going 用 to はできそうっす be よね。 one thing that we really have to watch out for in the matchup. But I think it's going to be banned because of the not so familiar, how do you say this, not so familiar interactions with those previous decks. So let's see. Of course, if we see Flying Fish do target that, and again Nami Lee Sin, the other variant as well, and the Akshan Pantheon on the side. So this is different build rather that we see the Pantheon get developed as well, and the Akshan. So we have 2 good attackers right there. Now going in to this match, we have both Nami decks アリ on セラフィン、まあ board. リコールすんだっ It's た going ら to be a semi mirror match. We have Nami Lee Sin versus Nami TF right now. まあそれもありだと思いますけど、 Yep. So this is the battle of, you know, whoever has the better Nami deck, whoever アーリのフィニッシュプラン組むのめちゃくちゃ難しそう onto Nami or level up Nami first, and that is going to be the race in まあ this ヘルス whole バフ matchup. とイルーシブユニットさえいればレベルアップしたアーリ Koa is on top with the 複数体 Nami 並べ in つ his hand つ as well. 最低1 So 体イルー Ana's シブ having 用意して trouble. 右端イルー Koa シブ is に on して track to level up the Nami でやっちゃえば ASAP. 一応は Top deck at Nami, and everything seems to be, you know, even at this point in 成り time. 立ちますけど、セラフィンをリコールさせるギミックと一緒に組み込むってなるとちょっと手こずりそう。あ、くしくも同じ構えか。 There you go. On his side, the disciple is going to be put down as well, and even the draw. That's going to be cycling in. Oh, what? Okay, the rat just destroyed たまに the other たまに見る the 光 other 景。 summon and buff himself up. What order is that? Man, the first one, I don't know how that works because they're supposed to be summoned concurrently. But お互いドローでほかほか the してま rat す is going to ね。 be eating that one and getting +1/+1. Amazing interaction, man. Yeah, but look on the bright side, right? He still have a 2-3 unit, which is pretty huge. And Yeah. you're facing a Nami deck where you don't really have Yeah. a lot of natural 3 attack units. So, you know, it's still a really good advantage that Koa have, that, you know, this unit could outlast a lot of 割と other 波が出しにくい that な。 Flying Fish could potentially dish out against his opponent. まあ、出して殴ってドローしてから波出すしかないか。わ、強え。展開力で。ちょっとそのワニ強い。ワニは亀か。あの亀強くない？コア選手の方がリーシーン引いてる分なんか有利に見えるな。やって、で波出して。
which is a good way to a good one, a good advantage as you are here in a mirror. You would want to get more attacks in, and then down the line you can develop. And いや、波出さずにもう一回1コス11いう手もある。どっちか。みんな追蔵。相手の波は条件整った。波から出てきた。もう釣り人がお互い出てきて、もう釣り人が追蔵を持ってるし、もうプレイヤーネームがフライングフィッシュだし、もう何もわからん。釣り人と追蔵と魚がいる、ここに。さあ、脅迫、ヘビーメタル。ブグが壊れる。そのユニットが生き残るかどうかにかかわらず、ヘビーメタルでブグは壊されてしまいますね。ユニットも知るのであれば、脅迫を打っておくという考え方も一応ありますが、領地の選択偉いっすね。This is going to be a problem if you can see if you Goa is going to attack. He has 3 to 5宇宙スタイル。ユニットは生かす。He's going to be developing, and that's going to be a 3-4. It's going to be out of range from that heavy metal. しかしブグは壊されてしまいます。もうこれ素潜りで取りに行くしかないですね。And he's gonna be really aggressive this turn. He have to go on the back foot and he have to defend as much as possible and not take so much damage. 波も含めて全員でアタック。Any lower is not comfortable for Flying Fish to be in. And yes, he is losing out in the Nami battle, but I believe if he could stabilize this board, he might be able to bounce back off this one against his opponent. これ7-2になるってことこのカメ。ブロックされたから。1コス 7-2? He has a chance to put down the Shelly and put that purple fish down to discount and even attack with their very own elusives. But now he's putting the Vestine Disciple, one of the Vestine Disciples, on to the chopping block and with that defense, and he's going to be receiving a total of 5 damage 難しいね。 right there, and he can take it. He's going to be down to 10, but the power is to just come back. 本当このセミファイナルの左のやつのせいで、ネクサスの得失点が分かりづらくなっちゃった。単数しなきゃいけない。今まで単数しなくてよかったのに。そう、ハンド差こそありますけどね。敵のハンドがどれも強いっていうね。よりによってね。リーシン引けてない。リーシン引けてないけど、でも、そう、シェリーがいるので、シェリー提督いらっしゃるんで、イルーシブユニット並べて、シェリーでバフして、20点。OTK 今で言うと18点でいい。18点 OTK 決めるだけでだいぶ楽になるところはあるが、うわー、盤面誰も落ちない。強い。Now he's gonna put in 9 damage, so this is gonna bring down the health of Flying Fish down. 脅迫はシェリー用に取ってきますね。Right, and but of course there's still recovery options. シェリー出せなくね。No stones on the side of Flying Fish, so he's still really not in the deep end of the well right now. Yep, I mean, Flying Fish, this is his time, right? He have to go for the shenanigan play. He have to いや、これ厳しいな。シェリー出して、アイオニア違うな。1コス、1コス出して、アイオニアテズストーンで赤ポ使って、ゆらゆらクラゲを出して、
で脅迫を使って、いやダメだな。もう一回スペル使えればヘリーの効果2回発動するんだけど、マナが足んねえ。いや、ここで釣り竿残ってても厳しいか。厳しいな。Pump it up, pump up your units, as you can see right here. And Koa made a terrific effort to make sure the Bookmaster survives, right? That's gonna be the way you go in. But now, of course, on Flying Fish's side, he can use 2 more spells and then make sure that the Pearl Fish is going to be このターンで決め切りたいところではあるんですけどね。your way out, or rather your chance to develop some more. いけるかこれ、足りるかこれ、足りんのか。でバフ入ってクラゲウをこれで何が出る。なるほど。足んないわ。クラゲウをこれはありがたい。クラゲウにアティオンついてると思ってたけど、クラゲウはアティオンないのか。あったら強えな。あ、強っ。赤っぽありがたい。Definitely, right? He wants to try to シェリーかな。シェリーだよな。remove the fleet emerald Shelly, no more buffing shenanigans going on for Flying Fish. Yes. リーシンレベルアップはするか。Right here, Flying Fish might have a good backswing, but this elusive unit is gonna be bye-bye. Right after this attack as well. So, probably what he could take advantage of. 拒絶を構えた状態でリーシンいきます。Talking about the magic, now we can see the flipped Lee Sin going with the momentous choice yet again. Of course. 一応ブロックの枚数は足りるけどさ。お、列進賞。しかし列進賞は打たず。まあそれは打たんわ。Yeah, so I think Flying Fish right here, he's not exactly that comfortable. He have to sacrifice every of his elusive unit right here. So at the same time, he's put back この後どうすんの。 as well. この後どうすんの。 Use the concussive palm just now, but he's just playing straight right into the deny in Koa's hand, right? あの亀の効果って重複するんだ。初めて知った。あの亀の効果ってブロックされた時の攻撃力上昇効果って重複するんだね。盤面壊滅しております。ただコラ選手スペルがない。割と厳しいぞ。触手を出すしかない。いや、ここでユダユダクラゲウを強いね。いいトップだね。なるほど。めちゃくちゃ窮地の選択迫られてる。That is not what he wants to see, right? He wants to see unit. He wants to see if his elusive units. Maybe bum himself a bubble fish in the process to try to close off the game. This is not exactly what he wants to see, and he might have no choice but to go for a second Eye of Nagagaboros. And I don't know, man. It's just not looking great for Flying Fish based on those. まあ盤面欲しいもんな。盤面のユニットを出したいからこそ。And it's just looking bad. Yeah, and with this looks like a kind of a desperate play
これ通ってもしもユダユダクラゲを出さなかったら一応脅迫からで勝ち筋が一応あったのか。うわー、イオニアテストすいません、そのアイオニアテストの反則だと思います。イオニアテストダメだって。平成数1コストつける中でおそらく一番強いやつ持ってきたな。Yeah, but Koa though, he got the Ionian Tailstone in his hand. That also means a Stand United might be a possible play coming in. これ切れていい終身後。This is the best opportunity to fire this off and save both of the unit at the same time. Keep Flying Fish down. Koa is having so much momentum and so much ways to stay alive. いやもうホームカミング打つ必要すらないってよもう。Time in this whole entire match. Yeah, that Stealthstones really is going to be saving. 波だけは生き残る。波だけは生き残るけどだな。The usage of the Stealthstones just gives a natural barrier towards Lee Sin. Really, really bad position to be in. If I were on the position of Flying Fish. Yep, and there's nothing much that he could do. There's no unit left on the board, and it's gonna be a 4v1 situation for Flying Fish. いやー厳しいね。 Only sitting at 3 health. That 1 health potion in his hand is not gonna 触手1体出せる、触手1体出せる、赤ポ1個ある。ああ、向こうも出してきた。ダメだもん俺。ああ、強い。トップが強いよ。まず触手出します。あー無理か。あんねえな。どっちかっていうと3コストでスケで引いた方がいいか。スペで引いた方がいいかな。引きます。赤ポで回復しても無理だね。1点残念。Yeah, I've definitely gotta give it to him, right? He won the Nami race against Flying Fish, and Flying Fish was constantly on the back foot. ホームカミングで返すよりかはもうスパディアでストライクしてもう相手の盤面減らすことを優先したんですかね。Into that closure of the game, and big props to him for achieving that. So, you know, and at the same time, you know, Koa's lineup is really targeted towards this 3 good decks lineup. So, and you know, Koa is just looking good and looking fresh to close off the series against Flying Fish. なんかまだどっかで戦ってるらしい。そう、フレオード寒そうだよね。俺もそう思うわ。今の1試合目ってマジ？俺今 BO3 の3試合目かと思ってた。今の試合濃かったな。はい、ダブルトラブルからですね。今の試合すごいカロリー高かった。さあ、ダブルトラブル打ちたかったところですが、ここはちょっとお、ウージュスタイルがあるからこそ、これは釣りを仕掛けてますね。先見アクションよ。You have to really make sure that you do extra damage during the first turn when playing against this deck, because he's gonna be trying to pull up his mana and of course put down some little units. ダブルトラブルかな。難しいね。こっちか。Now during this turn, he on the side of Koa, he knows that and he's trying to develop some more. ウージュスタイル分のマナー残すのか。まあ、あと武具を装備していくことによって相手は窮地の選択を選択肢に入れなくてはいけなくなるっていう
let's see if Flying Fish will be contesting that attack. 読み合いもありますね。さあ、アクションがもう1体いるからいいやと。アクション1体処理しますが、2体目のアクションが飛んできますね。これはフライングフィッシュ選手、あ、飛んでこない。てか、あれアクションじゃねえ。あれ、グラップルフックだ。あれアクションじゃねえ。あれアクションじゃねえ。笑う。あ、でもしっかりブグ引いてきましたね。ブグ、自鉄鋼引いてきたので、そうですね、無謀な蘇生術がこれ3コストになるのでアクション持ってこれますね。まずはダブルトラブル。お、いいカードじゃないですか。このイルーシブは偉い。しかし、ここでグラップルフックを使ってくる可能性もある。いや、もう何が正解かわからん。いや、アクションか。正解はアクションでした。グラップルフックの起動どうすんだろう。もう何もわからん。ここでアクション出した場合、グラップルフックといつ使うんだ？ブロッカーが欲しいので、弔うものはアタックせずですね。ああ、引くだろうという確信があるわけだ。もうデッキの中の構築がそもそも味方指定系カードで埋まってっから、グラップルフックの種火はどうせトップで引くだろうというデッキ理解度の高さがなしたプレイングですね。これはシェリーでしょう。こんだけ味方を並べてね、盤面温存してるんだから、これも受けて、あれ俺の話と全然逆のとこに行くな。あれ、こっからシェリーで展開するパターンじゃないの？何もわからん。もう何もわかんなくなった。EF だ。ブルーカードで引きますね。Yep, it seems like right here Flying Fish is on the back foot, but we can't discount the fact that, you know, it's still a Nami deck, right? そう、ことごとく強者の思考に振り落とされましたね。あれ、俺も一応ルーンテラ一応ランク回してるからちょっとは環境わかるつもりなんだけどな。もう強者の思考に全然ついていいが。恐ろしい。ちょっとついていけてない。次シェリーか。次シェリーだな。いや、2枚目パンテオン強いな。イウラも強いな。まあ、2枚目パンテオンですね。ここでシェリーか。どうしよう。3コストでスペで2枚引いたらどうしよう。もう何もわかんなくなる。リーサルプランでやって準備期間。まず様子見。シェリーはシェリーを抑えられると一気にデッキパワーというかリーサルが遠のいちゃうから、シェリーの着地はものすごく慎重にやってるってことですよね。よもやませやさんいらっしゃい。インチキも大概にしろ。インチキ効果もかな？大概にしろ。別に今何かインチキ効果が悪さをした盤面ではないですよ。いや、これフライングフィッシュ選手シェリーを温存してんだ、わざと。で、相手に除去札があればこのままイルーシブで攻めていくぞと。除去札があるんだったらこのイルーシブユニットにとか TF に切んなきゃお前まずいぞっていうブラフを仕掛けてんだ。これからします。なるほど。先見がおりました。先見視聴者がいました。
In a matchup like this, it just feels like, you know, a lot of う pinch, ん、 right? そう There's 実際 a フ lot ック of 持ってる pinching damage coming し、 in, そうシェ and リ then ー they'll just close 出 your した all ら off. 多分 So, もう at the same time with this cycling, アブゾルバーグラップルフック Vtuber 飛んでくるの間違い did ないん deck ですけど、 find answers to deal だ against からめっ you, ちゃ but 慎重になってんですねこれ Koa ね。 though, right? You know, he's putting in so much pressure. で Pantheon 慎 is 重になって likely て to 今これ be 正 that 解 one っていう reason 盤面です turn ね。 or two as well. So I don't know, man. I don't know how Flying Fish is going to be handling this Pantheon. The best way い is や likely ー gonna カロ be リー高いってか Yasuo, 考えること and 多すぎ definitely て、 the Pantheon don't roll なんて先まで読んでんだろうね spell 本人たちは。 Oh, man. てかまあコーラ選手からすると That's one problem フライングフィッシュ for, 選手の反動多すぎて怖いよな。 But yeah, I mean, if you roll into a spell shield, that will be to his advantage. 弟子で TF のカウント伸ばしつつ、なんなら If he puts down a 長 kind 系 of ボスの magic 目 right も now, しくは it 5個からフローで単コスになる so, なんだっけ just to, you know, なん just to もう名前忘れ develop た damage あれとか fast で一気に2枚ドロー4枚ドローできるんで on, this turn. 好きあらば TF でレベルアップしてしまおうという考えだとは思いますね。 You would be thinking he has a lot of cards グラフィン on の his hand, チャンピオン紹介動画まだ見てないや。性能は見たんですけどチャンピオン紹介動画まだ見てないです。でもなんかみんないいって言ってるんで、 Let's see, how Flying Fish will develop. 深き瞑想ありがとうございます。深き瞑想とか長系ボスの目で There's lots of lines of for 一気に TF のカウントを進めてっていうこともできるん build で up your board and try to be a Oh, little bit more oh, oh, oh. defensive if your opponent go for the strike. Another elusive off the top as well. So Koa, this is a no question. He's just gonna be going for the big swing and try to control 旦 Flying Fish's 面で board, 殴る because if a Shelly comes down this turn, Flying Fish is gonna be getting so much more はい value against Koa. 使いにくいユニットは全部ここなんだ。 Be blocking. そこなんだ。 And he has to do this, guys, because if you don't do this, え you're 俺 gonna be あいやフィアサムか失礼しました。 And, フィアサムですね。 the more is フィアサムが見えてなかったわ。で軽く上げてフィアサムを止めると。はい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 。 Again, bring it down to near removal range. で使い勝手のいいイルーシブユニットは盤面に残しておく He's と。 gonna be taking down. He's gonna be taking up 6 damage because there's still no overwhelm as of the moment now. So now, of course, if あのランドマーク邪魔だな。 maybe an overwhelm, but it could be あのランドマーク多分カウントダウン So make sure 届く前に踏み潰されるんじゃないかな。 sure that the decisions that he's gonna be making is going to be でもねこうやって耐えていくとそのうちパンテオンがレベルアップして着地してきてオーバーパワーでぶん殴りに来るから。あCommitting to it, right? He's going in for the Absolver into なるほどね。 the Absolver return onto the Saga Seeker, and this is gonna be a no-brainer, right? This is lethal coming in for Flying Fish, and he has to defend ホームカミングで弔いを戻すかなこれは。 to remove the Saga Seeker of そう the だね。アクションのストライクすら避けれるんで。 in style as well, even bringing back いやこれは素晴らしいコンバットトリック。 that the Mourned, and on his side of the board, it's the next turn. That's gonna be it. That's gonna be the finishing turn right there, for Flying Fish. Okay, the only さあシェリー2枚目。これはシェリー1枚出すんじゃないか。 stop one of those attacks. That's putting down a Pantheon and getting the spell that Pantheon will produce. いやでもあれだな。シェリー出した後に And there you go. 出てくるユニスペルがね。 And he's gonna be using meditation to get はいこれでなんと Oh, レイセットフェイトレベルアップです。 That's a long time, man. Lift TF. I haven't seen this in a long time. いやこっから TF が暴れるぞ。 Yep, so this is the problem, right? With TF leveling up right here, he has so much control with まずはブグを装備かな。 right? The Pantheon could not do too much against his opponent. So, Koa right here, Flying Fish. ブグ装備させてブルーカード。 Koa in the disadvantage spot right now, right? Things are not looking good for him. Every single card that Koa はい。 plays, right, or Flying Fish play is going to be triggering a card of TF as well. And he's going to be gaining あ so とは much もう value 何でもござれか。 when turn goes ま well. さかのシェリーではなく TF でゲームをメイクしていく。 I mean, I would まあ TF レベルアップした時の強い時はこの動きなんですけど TF このレベルアップした後に一旦処理されてしまった場合ってプレイ時にディスニーカードをプレイしてくれないんですよ。なので実は TF レベルアップ後の再着地は弱いっていう弱点あるんですけど2枚目の TF は一応フライングフィッシュ選手手札にいますんでこのドローがフェイトのドローなので
一応これがグラップルフックなので処理されても再着地は一応は可能ですね。やはり踏み潰した。ウージュ生成したのはウージュスタイル。これでおそらくグラップルフックは使わない。なんだ今何を持った。ああ、それか。それはまあ一旦使っていいか。宝物庫から割れたのであれば、なんだろうな。コスト低減か。2枚ドローコスト低減。で、グラップルフックで TF を処理しに行く。アイオニアテルストーン、まあ、何かしら使って、ゴールデンカードは1枚打っておきたいか。いや、こうした。3-1のみでアタック。ユダユダクラゲウはお留守番だ。何かをケアしたのか、それとも長丁場で集中力がだいぶ厳しいか。いや、気を張り詰めてるからね、正直言ってね、この辺の消耗とどう戦うかっていうのもこの大会の醍醐味ですよね。まあ何かをケアしたのかもしんないし、単純にいちいちバスタイオン弟子と一緒になんかストライク時に手札に戻ってきてしまう何かと考えが混同したのかもしれないですし。いやだってもう土曜日はシーズントーナメントで9時間10時間ずっと1時間ごとに BO3 戦って、今これセミファイナルですよ。絶対集中力なくなってるよ。俺だったらもうない集中力。しんどってなってる。でもまあそんな致命的なミスではないですし、こっからどう動くかですよね。はい、フェイトを稼いでいく、回復量を稼いでいく。まさかの2-1、1コス2-1に2コススタンを打つ展開か。いや、さすがに自分で自ら踏み潰した。スペルシールドついてますね。スペルシールドついてますが、残念ですね。私は元から集中力がないので、集中力低下しようがありません。無敵の人理論。これ2枚プレイできるんで、これレッシン賞とゴールドカード勝ち合えばパンテオンスタンスだぞ、このスタン。でもまあ拒絶の儀式があるのか。てかレッドカードで剥がせるわ。レッドカードで剥がせるから一旦ブルーカードとレッドカード両方宝箱また開けますね。レッドカードとブルーカード両方けしかけて別の儀式打つんだったら打ってもらって、でその後にゴールドカードと烈心賞で畳みかければいい気はすんな。いや、先で新章打った。アクションがまずいとの判断。ここで拒絶の儀式を切った場合、次の窮地の選択によって発生するレッドカード
あ、窮地の選択打っちゃダメか。レッドカードは無理ですね。レッドカードは防げませんね。ここで一旦アイオニアテルストーンだけ投げておいて、レッドカードを出す。で、これでスペシを剥がすというプレイングですね。で、これでレッドポーション待って打ってしまうと、ゴールドカード、スタンカード先に打ってしまって、スペシに阻まれてしまうので、ここで止めておくことによって、次に出すイエローカードを確実にパンティオンに当てるというプレイングですね。だからここで持ってきたのは万人の盾、もう一回スペシを張り直す。強い。強い。Just a stun, or rather, just a gold card going to be activated, but it's going to be negated. さあ、お互いオーバーパワー持ってます。これどうなる？3たす7。ギリ残る。まだ終わんない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 。But still, oh wait, it's still one off. I was counting it that it's going to be exact, but wow, one off, man. さあ、場にはイルーシブユニットが随分並んだ。シェリーが2体来るか。これなんて、待って、これ算数できないんですけど、待って。これでシェリー出した場合、いやー、そのスタン強いね。拒絶は打たず。何点になりますかこれ。スタン、待って、3、6、8、10、13、13足すことの2 more mana to get those buffs on, and one of his bigger units has actually been stunned. Man, this position まあ10点か。10点で4点、8、8。これギリリーサルあったなかったどっちだ。あ、お前イルシオ持ってんのか。お前イルシオ持ってんのか。お前イルシオ持ってんのか。そうか。これパンテオンがイルシオ持ってなければ14、あ、パンテオンがイルシオ持ってなければフライングフィッシュ選手の20点 OTK 決まってたのに。お前イルシブ持ってんの。お醤油さんいらっしゃい。パンテオンインチキ効果してましたね。いや惜しい。紙一重。結果として見ればもう、ね、ネクサス20点回復しきってはいたけど、すげえ紙一重の試合でしたね。いやー熱かったな今の試合。耐えてシェリーを温存してツイステッドフェイトでしのいで、最終ターン10ターン目にシェリー2体展開してイルーシブユニットと一緒に殴るっていうシナリオは完璧だったけど、パンテオンがイルーシブを持っていた。イルーシブナイフスティールだと、うわ、伏線回収された。運も実力のうちカードゲームですからね。山札からね、上から1枚ずつ引いていくっていう性質上、運は必ずしも絡んできますから、そこら辺も含めてパンテオンのキーワードも含めて運も実力のうちですね。宝箱2回いたの強かったね。万人の盾強かったな。よし、次決勝戦。次決勝戦です。ハンデだそのまま一旦 CM です。
Portals, portals everywhere. Well, aren't you the cutest thing of a D I ever did see? Off we go. On it and on 'em. Oh, the suspense is terrible. I hope it lasts. Portals, portals, up and down and all around. I think I'm quite ready for a new adventure. Dearie me. Home is just around the portal. A good cup of tea, just what I needed. A journey's end is just another's beginning. Name's Orn. No further pleasantries needed. Temper the steel, strengthen the metal. Somebody hold my beer. You're welcome. This will make it sturdy. Right, to work. An iron will must be forged. Hold while I smith. Fine, fine, I'm here. Let's get on with it. すごい失礼なことだけど、今の決勝戦でよくないそれくらい白熱してたから、 Stand も on う your own 2 feet, and nothing shall move you. 今のが準決勝ってマジ Now this is what good looks like. You wanted the god of the forge, you got it. いやーなんかもうね、スカウトなくなってもパンテオン結局強いなって。 Here comes my molten friend. あとインパクト以外のキーワード重複してないからさ、 I made this hammer. It was so good I named it Hammer. ブグでキーワードをある程度絞っておけるのも強いよね。 Let the name die, boy. It means nothing anymore. そのスカウト、このね、ここまでのスカウト付与も当然強いけど、 Secrets hidden by frost. 例えばフィアサムをもうすでにつけておけば5回ガチャでさ、フィアサム以外でガチャできるじゃん。だからライフスティールとかイルーシブとかそこら辺のキーワードがつく確率が上がってんのかもしんない。もしかすると。 This is too much celebrating for my tastes. パンテオン割と強いね。ブグのおかげでフェイト軸とアクシャンの宝物庫が開く。盤面にユニット1体いて、ブグが2個あれば、そのブグをこう付け替えするだけで進んでくんだもん、カウント。こう考えると確かにアクションパンテオンにブグ交えたらめちゃくちゃ相性いいわ。まあアクションパンテオンもまあ、当然というかそんな感じでいいなってなるし、なんだろう、前々回ってさ、なんか絶対にみんな奴隷兵持ってるとかさ、
すごい構成かぶり、デッキのなんか持ってくるリストかぶりがだいぶ多かった気はするんですけど、今回なんかあんまりなくて、それが。まあ、波くらいだな。波こそめちゃくちゃ見たけど、割と、その奴隷兵はさ、リサンドラタリア固定じゃん。奴隷兵かモノシュリーマかみたいな、そんな感じだった気がするんですけど、今回はなんか、波いるにしても相方は TF なのか リーシンなのかで、もちろん変わるし、ある程度環境というか幅があるように見えるな。いや、でもまあそれでもね、アクシャンパンテオン、フィオラ、間違えた、アクシャンパンテオンとナミ TF とあともう一個みたいな、ある種の回答はなんか出てそう。なんだろうね。あともう一個あるとしたら。ナミリーシンかな。ナミリーシン、ナミ TF、アクションパンテオンかな。あ、イオさんいらっしゃい。オーバーパワードフェイトのくと11種類のキーワードガチャなのでブグが合うと嬉しい。そうですね。インパクトでさえなければ、そのガチャのね、枠1個埋めてくれますからね。インパクトのブグだったら多分インパクト重複すんのかな。よし。お腹すいた。この配信終わったらもうご飯食べよう。あ、すべて持ってないとインパクト付与されないんだ。へえ。あれ、でもなんか、今の試合とか、なんかパンティオンちょくちょくインパクト持ってるシーンあったけど、あれってインパクトが、あれ、インパクト以外のキーワード全部持ってる状態だったってことか。よく見てなかったな。この、インパクトが重複されてスタックする条件か。インパクトが重複されるには全てを持ってないとダメってことか。多分そういうことだな。じゃあパンテオンで5回だか6回ガチャ回す分にはインパクトの武器でもいいのか。むしろインパクトの武器持っておくとケツ上がるから、全然インパクト武器でもありだね。よし。もうだいぶ見たな。てかなんかさ、今回大会の際のなんか出すカードちょっと少ない気がする、まだ。前回なんかもうちょい多くなかったっけ？ワールドウォーカーの前の大会の時ってもうちょっとカード出てた気がするんだよな。まあまあ、あと6時間後くらい、7時間後、6.5時間後に発表されるカードも楽しみではあるが。フレーバー読んでいい？あ、フレーバーわかんねえわ。あ、フレーバーテキスト読めない。オーバリティクス、フレーバーテキスト読めません。どれが強そう？どうでしょうね。僕別に環境を予測したことって一回もないんですよね。
これ楽しそうだなっつってデッキを組んでるだけで、環境を読んでるわけではないので、あんまり当てにならないとは思うんですけど、まあ、バルスとセラフィーンは強いかって言われるとそこまでな気はしますよね。今日はチャンピオン、まあ、もしくは次に来る、まあ、エイトロックスかもかなとは思ってるんですけど、仮にエイトロックスが来るとしたら、エイトロックスではなくエイトロックススキンのカードもしくはもうそうですね、チャンピオンも何も関係ないなんか外堀合わせのカードが来るかもしれないですね。オーケースカードこれ何でもコピーできるんじゃないですか。だからこれも実質4コストフラッシュフリーズ、インフィニティフラッシュフリーズですよ。4コスト。逆に慈悲なき霊気を2枚も3枚も積むかっていう話なんだよな。ピン差しでいいよな、慈悲なき霊気。逆にその2枚も3枚も積んで手札に来てさ、圧迫し続けるの嫌だな。まあ、破棄カードとか入れたりとかね、すればいいとは思うんですけど。氷の3姉妹とか入れてるとね、実質単体凍結4コストみたいなとこあったから、コスト的にはね、だいぶ3コスから4コスになっても問題ない気はしますね。ミミズさんいらっしゃい。そう、新しいカードじゃないと、もうアイコンセラフィーンの方来た。太古から、昔からアイコンがセラフィーンの人が来た。そうですね、構築。どうすんだろうね。なんかまあ、サイランダーみたいな構築にするよりかは、その、スペルマナ、アテューンとか、助手とか、そのスペルマナを融通聞けるようなユニットをたくさん採用して、こういうのとかね。で、フローも発動しやすくしないといけないので、どっちかっていうとスペルマナに融通聞かしてフローを発動しやすくする構築になるのかな。まあ、エーコンとかだよね。こう、コスト低減とか、コスト低減のカードとかもふんだんに入れて、で、生成したカードでフローを達成してっていう戦い方になってくんのかな。ファンクラブの会長重いんよな。セラフィーン並みはまあまあ合いそう。フィニッシャー、ニャルマゲドンかな。もしくはダーギンブグとか持ってきて、スピラートゥだったり、イバロス、持ってきてもいいですね。ソングスピナーはまあかなり相性いいですね。セラフィーンカルマ
アイオニアにダーキンがいればな。フィニッシュは誰ってなるんだよな。イブイトールか。ソングスピナーは一応スペルですね。爆音ソングスピナーはスペルで、セラフィーンのレベルアップには2コスト以下っていう条件はないんですよ。レベルアップには新しいスペルでよくて、レベルアップした場合は2コスト以下の新しいスペルを重複させるっていうコンセプトなんで、まあ基本的には2コスト以下のスペル生成系で固める必要があるんですけども、爆音ソングスピナーみたいなスペルは最初に使った状態であれば新しいスペル扱いになりますね。隊長1回しか仕事しない。スタッツなのに。ユニットなのに目を疑うスタッツの戦。隊長重いんよな。まだ3コス11の方が良かった。4コス。もういよいよ時間軸とかになってくるよね。でもまあエーコンとかね、普通に仕事してほしいユニットもいるから時間軸相性あんまり良くないんだよな。そうなっちゃうとセラフィーン軸じゃなくなるよね。セラフィーンカルマレベルアップ状態でカルマチャンピオンスペル打つと2回重複されて計3回打つので6枚生成ですね。会長を救おうとした結果、ここには時間軸を2回打つセラフィーンが2回、まあまあ打ってればいいですけど、セラフィーンがレベルアップしたする状態で初めて時間軸打つのは多分時間軸デッキとしては多分もう負けてるんよな。対面に時間軸なしでそこまで戦おうとすると2つの低さで負けると思う。ですでに時間軸打ってるんだったらもうその時間軸はもう破棄していいわ。時間軸デッキって時間軸3枚採用するけど2枚目以降いらないんで、手札に来ちゃった時のために破棄系のカードを衝撃サイティングとかおもちゃ箱とかコア全のためにとか採用しがちなんで、多分そこら辺の肥やしになってますね。2体目に出すための1体目を確保するためのプレイングと構築とってまた考えること多くなってきちゃいますね。でたかだかそれがその時間軸で変化させないっていうその手間でリーサルというか勝負の分け目が決まるのであればいいんですけど、エーコンっていうこのリス1人置くためだけにそこまで考えてプレイしなきゃいけないのすげえ大変そうリコール軸懸念は知らんけどリコール軸セラフィーンはありだと思いますよ全然。懸念は分からん。なんかサウンドエフェクト入ったなんか初めてここまでやってきて初めてサウンドエフェクト入った。Whoever you are supporting me in, man. So yes, やめろ、サウンドエフェクト途中で切るな。流すんだったら最後まで流せ。or pool stages yesterday into a top 32 today, and we are playing it off all the way to our final 2 players. What else is there to expect, right? It's gonna be Koa going against ABG Aurora. We have ピアナで生成される安息地をファストにしろ。ナーフしろって言ってます。Yet, but instead we get him in a grand finals right here in this seasonal. むしろあれか。プロに対して噛み合いよくしようとしてる。わー。
こうなったか。第1グランドファイナルはコーラ選手 VS オーラ選手ですね。いやー、ジャパン勢見たかったな。beat Soraharu with a 2-1, and we are now looking at the finalists right now, and they're going to be again as 除去対策ができる。 fighting for a block of the prize. 10,000 is going to be our grand prize, guys, or rather でもファストになると逆に除去される可能性もありますよ。リコールに対して相手が除去スペル差し込む余地ができるんで、基本的には強い動きを押し付ける場合にはファストよりはフォーカスの方がいいとは思いますけども、ゼロコスにしてくんねえかな。つまりバーストにしろと。まあ本当にバフしろって言うんだったらバーストにしろってなりますよね。1コスバーストか0コスファストにしてくんねえかなみたいなとこはあるかな。ゼロコスフォーカスはなんか許されそうな気もするけどな。the grand finals, but we just have to see what is the draft and what is the picks and ban that his opponent is going to be banning against Koa. Take a look at Katarina, Yasuo, and Excelsior. Let's bring us through this. 今までできなかった除去にカウンターでリコール打てる。普通に今までどういうことだ。普通に1コストファストリコールありませんでしたっけ。あれバーストだっけ。あれif you get some recalls or get some stunts in the game as well. So most of these are banking on the fact that you can get a lot of damage in. Also, you can see there is one might right there. So that ファストだ。アイオニアの1コストスペルリコール、これファストですよ。Let's not take out the fact that there are also reactive pieces in the form of Concussive Palm and Deny as well. But looking back here into the Nami Lee-Sin, we have seen てかバーストリコールって今んとこないよね。あってフォーカスよね。チャームみたいな。This is the quote unquote more superior, more how do you say this, reliable deck, reliable variant of the Nami deck in this series. フォーカスリコール、まあそう、フォーカスリコール自体はね、セルフバウンスは基本的にアドは生まないから、構築次第ではもちろん生むんですけど、だな、1コスト、0コスフォーカス、許してくんねえかな。having additional fight or even combat spells in disposal as well. Desert Duel, you know, grappling hook, and even Akshan, a second Akshan could get himself additional grappling hook. アクションパンティオン強いな。なんかこのジテッコをピン差しなのに毎回引いてません？アクションパンティオン。Yeah, I mean, imagine it was used a while ago by Koa, the Heedless Resurrection, and I was like surprised, of course, that he wasn't careful rather to take out or get his action taken out. But now, of course, on the side of Aurora, we now see the Lee-Sin Nami, and we saw how strong a while ago and how fast it can be with the Jin Annie deck as well. And there you go, you also have the Akshan Pantheon. So right now, there's no Fiora Pantheon present here in 斧をナーフされても、これ確かこの陣アニだっけ？斧3積みっすからね。見てこれ。6コス斧3積み、陣以外全員3コスト以下。オーロラ選手のこのアグロマジで気持ちがいいくらいのプレイング勢いあるからさ。で、チャレンジャーとか引っ掛けたりとか除去しようとすると、その除去されようとしてるやつが強熱で飛んでくるからさ。マジでこのデッキ強い。
何よりノクサスとルーンテラ地域のカードが20対20でバランスもめちゃくちゃなんか綺麗。雲アグロ。雲アグロは雲のスタッツが低すぎるんですかね。ツインはいないし、斧は3枚。これが現実。Compared to Koa, but the only difference right here is a little bit of a numbering different when it comes to pieces of cards. As he right here, he's running 3 as a duo, while 意外、これはジンアニー。 running 2 and 1 copy of Illua. スウェイン、敗北。 change the game, right? We actually saw previously 地下労働施設行き。 with the Illua as well. So, what else to say about this deck? This deck is right there to just smash and get so much value with the Pantheon as well. Nami Lee Sin, take it away, Excelsior. Yeah, Nami Lee Sin, we have seen this in the previous match yet again. Of course, you would want to make sure that you would have a board that's already going to be developed, and when you also want your Nami to be flipped, make sure also how do you say this, the mana spell, or there's also spell mana that is going to be pulled right in for the Nami to be flipped, so that you can add more stats to your existing units on the board. So now let's look at オーラ選手 vs コラ選手。 look at the lineup right now. Again, which one do you think さあ、お互いにナミリーシンとアクションパンテオンが一緒で、個性が出るこの一枠、ジーン・アニーとヤスオ・カタリナですね。ジーン・アニーとヤスオ・カタリナはバンしないでほしいな。I mean, on the other hand, I think the Annie Jin is ジーン・アニーとヤスオ・カタリナ見たいな、試合。 the light of day in this matchup, because you don't really want the surprise factor of burn, or even just allow Aurora to have the early game against you. So banning it out is the right play, or alternatively, the Nami Lee Sin could be a good ban as well, because you don't really want 確かにヤスオがまさかヤスオが決勝戦に出てくるとは。もうバンされたらもうバンされたらもうヤスオは決勝戦でバンされたって言おう。みんなで言おう。でそのチャンピオンね、アジアの決勝戦で試合前に相手に恐れられてバンされるくらいに強いチャンピオンだよって言おう、みんなで。Yeah, this is going to be one exciting finals right here, guys. And this is almost, how do you say this? Almost a mirror except for one deck. So that's it. 毎回思うけど、カタリナのさ、腰骨、首でどうなってんの？痩せすぎじゃない？結局ヤスオが最強。やっぱリーグオブレジェンドでもルーンテラでもどっちもヤスオが最強なんだね。やっぱ最終的にはヤスオなんだね。As you can see, we have an action pantheon on the upper side, and the bottom side. 保護者いる。ヤスオとカタリナの保護者いる。So let's see which ones are carrying which, because both of them are the same. I mean, this is a really Which どっちがどっちかわからん。 the action Lee Sin and Koa on the bottom side with the Nami Lee Sin, the Nami Lee Sin, right? So there's no Nami or Lee Sin in Koa's hand. There's not much, things going around. So, Aurora アクション引いてますね。 have the early game advantage. You got 誰が何をバンしたか聞けるかなって思ったけど。 to be on the field on time as well. So it's down to Koa, right? わかんねえわ。 Is this a time to take 2 damage, or should I just play the weapon master or the hook master to negate the damage? But at the same time, you're wasting 1 unit and 2 spell mana away from Nami. 参ったね。 Yeah, that's right, that's right. And the action pantheon that he has right there on the top side, I am sensing a pattern here. When you play an action pantheon deck, you will most likely get an action to be played on turn 2. it's like these decks don't miss. They don't miss their turn 2 actions, and that's what's happening right now. And the disciple is going to be put down. It's going to be バスタイオン弟子って出しすぎるとダメなんだね、多分ね。俺このバスタイオン弟子ってカードを一回も使ったことないからさ。
フェイト。これはオーロラ選手かなりいい出だし。You should be playing really defensively against such an aggressive bot. Yes, you want to level up your Nami, but there's no Nami in your hand anyway. So why not? アクションってカードナーフ21ですかね。And you know, try to progress a little bit further into the game so that you could stabilize the bot state later on in this matchup. Right. And now, of course, you have もしくはカウントを増やすか、邸宅とかの。さあどっちを指定するか。フェイト持ちを指定で釜を取り上げて、アクションカウント早っ。4ターン目にアクションが流れるってマジ。まあコンバットスペルでバフしてくることを考えると、アクションに釜を乗せて大地の衣を構えて殴る感じになりますね。さあ、クイアタ。Yep, I mean, this is a really good attack coming in from Aurora, right? Just keeping 本当にレベルアップ早いっす so that ね。 you could have some combat tricks later on if Koa tries to defend. But I think he could afford to put the あ、まあ釜を乗せることでしょう。 trigger the Warlord's horde by one, right? Like with this weapon stuff going on, you know, it's さ gonna be あ、ユニットに力尽きてほしいんですかね。ユニットが力尽きて釜を手札に回収することを望んでか、力尽きやすい方のユニットに乗せましたね。で、まあ窮地の選択使ってもアクションは追ってきますね。大地の衣をで、これでアクションなんとレベルアップ。宇宙スタイルでユニットの交換は少なからず行わせてもらうぞと。Because the damage has been done. Akshan levels up. That is exactly what he wants to go for. So that, you know, he's really low on pen signs, he's running a little bit low on gas. So why not take this opportunity to level up Akshan and predict a cut to hopefully get into コア選手、ちょっとハンドがユニットがいないというか、そうね、ブグだらけというか、ちょっと渋いですね。で、ブグの枚数を、うわ、パンテオン引いてきたよ、もう。あ、もう蘇生も引いてきた。ユニット除去ってもね、場にユニットが残ってる場合はカウント進みまくるんよな。いや、初手アクション持ってる高くない？初手アクションさえいなければさ、全然盤面イーブンだと思うんですよ。アクションがいることによって一気に形勢が変わる。はい、はい、カウント進める。もしかして次パンティンを流れるか？まだか。ここまで来るやつは、決勝戦まで来るやつはさすがにもう引く。カードゲームプレイヤーとしての基礎的な何かが違う。And only thing that he could do is just attack with the disciples and cycle through his deck to hopefully he find himself those outs. But at this point, at the same time, he's also wasting time. He's wasting turns as turns goes by, and at the same time, he's also losing tempo against Aurora as well. So you know, it's a little. お着替えしてる。お着替えしてるよ。So it's down to Koa. How is he gonna react against this? Because Aurora is just sitting completely. ツイザーを持って、鎌持って。Cycling and at the same time leveling up
the Warlord Palace. この実質パス強え。Yeah, yes, indeed. And now, oh, that Warriors Palace is so. You might see, you might think that 5 is so far, but actually next turn he can いや、 actually これ強いな。 Warlords Palace if he wants to. いやこれでもオーラ選手的にはもう十分カウントに進んだからな、今のターンで。ああ、ゾナーに出す手もあるね。バストパス、生きていたのか。もしくは釣り竿をアクションにつけてしまう。アンティオン来たか。いや、拒絶の儀式は残しておきたいでしょうから、多分釜をつけるんですかね。クラゲウを、持ってきたのは天外闘技。at the same time. So, Aurora always have to keep 4 mana open to represent his force of negation. それで、脱に投げていいですもんね。で、拒絶の儀式と思ったのは、フェイトを稼いで5-3。待って、これ多分、これで4かな？パンテオンのカウント。I think next turn it's going to be the flipping turn right there for Pantheon. And he would have wanted it here. 3、4、5、6で毎ターンやって、次でレベルアップですね。On Kowa's side, on his side of the board, he now puts down a purple fish, fleet admiral shell, coral features. I'm not sure what he is thinking about right now on what he can do to just expand the board or even answer what is possibly a total of 11. これで殴って2ラウンド回って1武器付け替えて宝物壊れるんでしょ？強いね。っていうかホームカミングで返してもさ、相手にとってうまみでしかないよな。おう。Right of negation could not be countered there and then, but instead, he passed the turn straight right to Koa, and I believe as Koa. いや、お互いこれ拒絶見合いしてるな。でももうオーラ選手的にはリコールで返されても全然まずくないと思うんだよな。パンテオンカウント6回で進化起きできるし、アクションでもいいし。2コストでパス、お互いに4コスト残しております。お互いに4コストを残したままじりじりと間合いを見計っていますね。でもコラ選手的には4コストではホームカミング打てないので、この4コストはブラフか。さあブグをカチャカチャ付け替えてアクションの宝物庫が進んでいくよ。as much unit away from Koa's bot as possible, but I think he's just keeping it chill. He's not going in for the attack or going for any trades, and just play a little bit more proactive. めった切りでユダユダクラゲウを倒す動きでいいんじゃないかな。あ、ビルジウォーターテルストーンか。イッシング。いや、つらいね。いや、しかしここでパス。いや、ここでリシーン来たのはありがたい。No attack is going to be concluding on that attack token for Aurora. So, wow, okay. I'm very curious, man. I mean, I'm dumbfounded. Why not attack on that turn? 俺もわかんない。Maybe he's waiting for a Nami, right? Hopefully he could Ruthless Predator Nami, and he might be baiting that Koa to drop a Nami
so that he could Ruthless Predator it. But there's no Nami in Koa's hand, so he's totally cool to let that go, right? So Aurora was being a little bit too afraid right there, but that kind of put him back a little bit more. And with this Lee Sin coming on board, it's not good news for Aurora. でもだとしてもまあ一旦殴っちゃってよかったと思うけどな。ああ、スペシライフスティール、フューリー、リジェネレーション、フィアサムです。Okay, all the good stuff right here. I'm thinking, what's missing? Elusive. Yeah, elusive's missing, and maybe イルーシブこそないね。だけどこのパンテオンが力尽きた場合、出てくるパンテオンがとんでもないことになる。てか、コーラ選手の時間がね。There was an elusive on his own Pantheon, just thereby getting enough defense on his side of the board, and also lifesteal. It's good. He's not in some form of danger right now. It's looking good. It could still counter the lead. これどうすればいいんですかこれ。ドローしたいよね。アクションをまずは倒しに行く感じか。A lot of trouble for Aurora to be handling with. So he has to try to find ways to remove this Lee Sin as ASAP. If not, it's gonna be. これ時間ってどうなんでしたっけ？なんか。波置かれるのを警戒したにしても、もうマナがなかったじゃないですか。マナがなくて、残り1マナと2マナ、スペルマナ2と1マナぐらいな感じ。波置くことすらできないから殴っちゃってよかった気はするんですけど、なんか裏目を警戒したんですかね。Champions on the side of Aurora, thereby decreasing the potential damage output that's going to be coming in from him. And look at that. Also, there's a spell. It's possibly going to be used, or no, that's Homecoming. That's not going to be used right now. ダーキンのジテッコをこれでパンティオン生き残りますし、スペルシールドでリコールすることはしませんが、ここでホームカミングを打ちます。これによってリコールしますね。さあ、拒絶の儀式を使わず。Look at that. No RON, man. Okay. で、死亡したわけではないので、無謀なる蘇生術でパンテオンを持ってくることもできないですね。さあ、イルーシブ当然のようにイルーシブを持っている。スペルシールド、イルーシブ、ライフスティール、リジェネタフ。Okay, I'm amazed, man. That's why he didn't use the right of negation. He wanted a reroll. で2枚ドローして、うわー、リューサーを持ってきている。Okay, that is fair, right? That is fair. Aurora really did it well. I mean, let that Pantheon go, get the reroll. You got the keywords that you need. There's still overwhelmed. There is still life link. There is still elusive in it as well. Even regeneration is a good keyword that he is looking for. So what is there to lose, right? On top of it, he got himself a quicksand in the meantime. So はい、ジテッコもつけておく。And there's nothing much to say about this. ああ、グラップルフック。そしてコーラ選手、拒絶を引けず。Anyway, let's go back into the action right now. Aurora getting the attack token and even developing more on. 一応ね、アクションの宝物庫はない状態で付け替えしてるんで、カウントが進むことはないんですけど。これでおそらくグラップルフックきますよね。拒絶の儀式を構えつつフックで、まあゆらゆらクラゲウオかなやっぱ。いやまずは普通に殴ってきた。コラ選手なんか面白いカードを持ってきたな。
develops the Lee Sin with a barrier as well. So let's see how he makes this. はい、スペルマナ回復。まあ実質1マナでつけれますからね。Yep, we can't, discount the fact that Aurora also have a quicksand in his hand as well. これはめった切りまで使う感じかな。めった切りでイライラクラゲを引っ張るかい。He have to go for the swing. There is no Nami in hand and whatnot. If he could, if you could see that there's no Nami in Kowa's hand, and this is a good swing for Aurora to just go ahead. Yeah, look at that. And this is actually good because で、めった切りの火力上昇もアクションへ。あ、そうか、これで4個数なのか、一応。Such a big damage, even gaining health as well. And now, that Wandering Shepherd is going to be taken down or going to be contested. Oh, instead he needs. どうしても離れないといけないので、はい、お疲れ様です。ぜひアーカイブで。Purplefish is going to be the victim of this quick attack. Successful 7 damage. Let's see. Is it going to conclude? There's a chance that Aurora might try to go for the lethal as well, right? まあでしょうね。アブゾルバーつけて、アクションにオーバーパワーつける。これで6点、15点入ってる。宇宙スタイルで、イライラクラゲ王の火力をバフするしかない。ヘルスをバフするしかない。Looking at the hand of Kowa, yes, indeed. He gets to draw using the spell from Bastine Disciple, but it's going to be 8と9でしょ。17。足んねえか。足んねえんだ。宇宙スタイルで2点バフしてもちょうど足んねえんだわ。これでオーバーパワーで決めきって勝ちですね。And what a play, man. What a play indeed that we saw from Aurora getting that first win. And いや、コーラ選手のちょっとハンドが結構渋かったですね。いや、ナミかシェディが1体でも引けていれば、なんかうまいこと回ったような気もするんですけどね。ナミも来ず、シェディも来ず。やっと来たリーシン1枚で戦いつつも、向こうはアクションパンティオンぶん回って。and getting that elusive to close up the game. But ladies and gentlemen, this is game number 2. It's gonna be a mirror matchup right here. 兄陣万歳だが。And it's all about whoever gets the Nami race first. And what else is like? Let this grand final play it off. ミラーかい？ミラーだね。しかし今回コーラ選手波を引けている。しっかり波を引けている。ここで召喚するかどうか。super consistent, and you can see it right here. It's the only one working throughout every turn. Yep, it's gonna be do its thing, right? Just bouncing back, drawing yourself a next card. お互い同じ動き、お互い同じマナコスト。いや。And we're gonna be seeing the same cycle going in for the first 2 turns. なるほど。And right here, Aurora have the Lee Sin in his hand as well. So なんだこれ。 it might give him an additional edge. But Kowa though, なんだこれ。immediately went for his disciple to block Aurora's disciple as well. So I think this is gonna be a disciple face-off, and whoever have that surviving disciple is gonna be having the additional advantage against your opponent. Yeah, it's a disciple versus disciple matchup right there. And I'm looking at the これ宇宙スタイルで追っかけてくるか。これ宇宙スタイルで追っかけてくるんじゃないか。abdomen right there, and there you go, Wuju style. Okay, the disciple face-off is already into a conclusion, and we see a tie. There's no disciple survival this turn.
さあ、波から行くか、釣り師から行くか。さすがに釣り師。He's the one who has more spell mana compared to Aurora, so you know that is what this whole Nami race is all about, right? ヘビーメタルでブグを破壊。オーラ選手、この後やることがありません。そして、オーラ選手はリーシンが引けてますね。なんか欲しいの全部、オーラ選手なんか全部あるな。リーシン、ナミ、ユダユダクラゲウオ、シェリー、スペルにスペル、細かいスペル。ブグだけないのか。quite delectable, especially that it's getting down to 2 health, or sorry, 2 cost. And plus, Leeson is going to be put down here on the side. これはパスして多分オーラ選手もパスですね。アタックトークン使わずにパスするんじゃないですかね。ナミとかシェリー出してもしょうがなくて、でもコーラ選手、長系ボスの目だけは使えるか。はい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 。And I think this is a good eye of Nagakaboros coming in from Koa, right? Drawing 2 more additional cards. じゃあ次のターンダブルトラブルから動けますね。Right? Are you really gonna attack this turn and waste the attack on a tentacle? So instead, you know, Aurora have no choice but to さあ、ブグ来た。ブグ来たが、コーラ選手もヘビーメダル来た。すごい。ミラーマッチの同じ動きの応酬してるわ。Double trouble, and of course the heavy metal on his side of the board, or on his hand. A lot of options, and even getting double Nami right there for an ebb and flow run, just in case Aurora develops his own side of the board. So this, I'm actually thinking, yeah, indeed, Koa is on the advantage in terms of what he has on the hand right now, and now. On the other side, there's another Hook Master yet again. I think it's going to be a Sandborn Amulet. Yep, there you go. Yep, and then Nami immediately coming down from Koa as well and just leveling up just in time. So, you know, Koa could start the Nami train going, or, you know, Aurora could answer to this. これどうなんだこの試合。どっちが勝つんだ？Yes, let's see if there's going to be the yummy Nami. これってどっちが何した方が勝つの？ This is going to be +2 +1 as well, and this actually already on the side of Koa. He is already pumping up the acceleration. He is putting up the threat of getting a huge board right now, and heavy metal is going to be used on the purple fish. That's going to be one of the very good decisions with heavy metal, removing that elusive purple fish. And again, when you play a spell with that Nami, you get to buff up your weakest ally. And well, this is going to be protected by Aurora. Wow, he knows the value of purple fish, Moon Boy. Yeah, definitely, right? This Bubblefish is the only elusive unit that Aurora have. And Koa, on the other hand, the only elusive that he have is Shelly, right? If this Bubblefish actually goes out of hand, it could potentially do a lot of problem to Koa. Yeah, yes, indeed. And now, if Aurora does do the shenanigans to now just get the Nami, or just challenge Nami and possibly remove it, there are still options for Koa to use or to protect that Nami. Maybe even using spell stones to bring it back, get some options right there, and even barrier, as we have seen a while ago. So there. これリーシーン引いてるオーロラ選手がめちゃくちゃ有利じゃない？ option for him to protect that Nami. Yep, Koa immediately plays down the Shelly out there as well. 5 mana is still open. Homecoming is still a possible play, as what Excelsior said previously. So, you know, right here, Aurora could not exactly tap out of 4 or 5 mana, right? Because he has to represent a homecoming of his own as well. So I like this attack, going straight for the Shelly, because Shelly has potentially more value compared to the Nami, and it's all down to Koa, right? How is he going to react to this particular attack coming in from Aurora?
Aurora is just thinking, should I commit to this and try to destroy that Fleet Admiral Shelley? Will he have the answers to protect or to try and recall one of my units right here? And looking at that, he's going to be going in with the Burble Fish that was just protected during the previous round. これホームカミングに対してホームカミングで返せんのか。 Contested, he goes with the Vuju style. Get that in. And he's going to be bumping up that Fleet Admiral Shelley. Now, he wanted to get the value from the buff that came out from that Nami as well. So he wanted to like divide it amongst two other units. まあ火力上昇で、あ、ここでレベルアップするのか。レベルアップを我慢して先にチャレンジャーしたんだね。あ、まあまあまあ。カウンターが怖いからな。これシェリー処理。これコラ選手辛くない？かなり厳しいね。で次スペルマナー存分にある状態でシェリー着地するんでしょ？ Now, that Nami on the side of いやこれ not yet flipped. Yeah. ナミレベルアップか。 He was actually using all of the spell mana right before, and only needed one more to flip this Nami, and yeah, that's it. いやハンドが渋い。 It's now on 取り出して向こうウージュスタイル十分使えるカードきた。 And now he gets a coral creatures. May have double trouble to buff up that 5-3, or yeah, he's putting that buff to the 1-3 coral creatures. お互いの手札にビズジュウォーターテルストーンが絡みついてくる。 From what it looks like, the wider board with the bigger units or with the bigger units plus the champions will probably get the win, and it looks like Aurora is doing just that. So let's see how he is. テルストーンとホームカミングと窮地の選択で2回発動できますね。リーシンのレベルアップこそ果たしたがリーシン、肝心のリーシンがいない。リーシンにホームカミング打ってもさ、イライラクラゲウを経由してのホームカミングされるだけだもんな。This is not the this looks like a good board indeed, but the buff potential is much more and much bigger. アタックできず。こっちは仕掛けずに十分なリソースがある。On his side of the board, he may get a free challenger status on any one of his units right there that may be buffed to take out the Nami on the opponent's side or in Kowa's side. So はい、で波の処理を持ってきつつ。The second Lee Sin, that also means that, you know, he have 2 free spells ready to fire off as well. Lee Sin having the kick ready to go off this turn also. So, you know, right here, Aurora is just comfortable, right? He's good to go. He just wants to take down Kowa's bot as much as possible. 8 damage coming in with just まあ言っていいでしょう。 the Shally, and you know, there's still so much more. これ拒絶を引いたからなんかできるか。 The rest of the bot even more. Yeah. No, ダメか。Yes, the Stellstones as well. Oh man, this is going to be such a huge turn, and those buffs are just going to keep on piling up. And look at that. He also has a Dutchwater Stellstones as well. No, we get to possibly just deal more damage. Maybe get a long tooth down the line if he doesn't finish this off during this turn. So. ここでスペル使い切っちゃうとな、この後リーシンとかシェリー引いた時の対応難しいもんな。That's right. Playful Trickster, yeah, is going. Yeah, this a very valid option, man. Like, oh man, that's amazing. Oh, here we go. He is looking at 2 spellstones. Tellstones to possibly. シェリーとリーシンでホームカミングかな。
go. He picks the homecoming, and let's see which one he brings おお、 back. そういくか。 Wait, it's overlapping. It's going to be the Hookmaster, right? Yeah. Okay. Yeah, onto the Hookmaster from the tentacles. So right here, Yeah. Aurora could, just go for the push, right? But it's totally Yeah. fine. But there is a second 止まら homecoming ん。 that Koa could fire off with 7 Yeah. mana open. But 一応これで what 15点 Aurora か。 just need to do is just pressure on, right? Just keep pressuring, giving your opponent those lethal potential. You could even go for the Uju style this turn and try to Mhm. push for lethal. Yes. Indeed. And now, look at those buffs. They で、これでリーサルですよと。 in Wuju style on the purple fish. Now that purple fish is going to be a viable target for まずい。コストが足らん。 for a homecoming. Yeah, but when it goes back, it's going to be still 2-1, right? And it might let's see how much. これでホームカミングにホームカミングで返されて、 on the side of ホームカミングが消えてしまう。 after this. 何回ホームカミングって言ってんの？ I think Excelsior, this is over, right? Aurora has a Tailstone of Wait. his own. So he could Yeah. go for a Tailstone into a homecoming to Oh yeah. homecoming the coral, right? So this way the homecoming fizzles and the Shelly and the bubblefish would be able to fly in for お互いにテルストーン使いまくってる。これはルーンテラではなくテルストーンだった。 I believe this is it. This も is うこれもうお互いルーンテラじゃなくてテルストーンプレイしてるでしょ。 With an Ionian Tailstone. And ladies and gentlemen, this is your Oh, man. $10,000 card for the APAC region is a Ionian Tailstone into そうですね。で、サンゴの友達、お友達をリコールで返してしまえば、コア選手の アイオニテルストーンからのホームカミングは消えますので、18点のパンチが20点だ。20点のパンチが飛びますので、オーラ選手のこれ BO32 勝目ですね。というわけで、プレイオフ目覚めし者優勝は ABG オーラ選手になりました。おめでとうございます。GG。最後、ミラーがどうなるかも全然分かんなかった。使ったことないデッキと使ったことないデッキのミラーだからもう何も分かんなかった。あ、やっぱでもリーシン引いた方が強かったね。matchup, right? That was a really good back and forth, and that is a really しかも interesting GG です final ね。 turn where we see a lot of interaction coming forward, and that is the beauty of LR. And thank いや、も you うこ so much, んな感じ Aurora で and Koa, for bringing us this また awesome 今晩、明日の晩と新カード追加されていきます。で、追加されるでしょうから、新環境も楽しんでいきましょう。多分これキャスターの人も今締めの挨拶しようとしてんのかな。いや、もうお腹が空いてご飯が食べたいです。一応また明日とかまた動画上がるんで、よければね、また自分が投稿する動画とか今後の配信とかも見ていただけると嬉しいです。疲れた。波強かったね、環境ね。波が強い環境でしたね。波レベルアップに必要なスペルマナの個数ナーフ食らって8個になったのにね、ナーフの影響を感じさせない暴れっぷりでしたね。Final brackets for our top 32, and we already crowned our champion for the Apex region, ABG Aurora. Right, I've seen on Twitter a few weeks ago. オーラ選手強かった。Ask ABG, when is ABG gonna win their first championship? And there we have, ladies and gentlemen, ABG Aurora taking home 2-0 against Koa right here in the grand finals, and he will be walking home with a lion's share of $10,000 in his pocket and naming himself the champion for the Awakening seasonal tournament. よし。配信の方もぼちぼち終わろうと思います。多分もう終わると思うんで。よし。じゃあまた次の配信か動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。
また closing in, and hopefully you 多分 guys have 今晩は配 enjoyed 信はしないか this. な。 That's 明日の動画で tournament, man. This, 明日また always 18時に動画上げるんで、 each and その動画で every よろしくお願いし season ます。 now お we're 疲れ様でした。 looking on to the World's Tournament. Hopefully we get to 配信はまだ watch 続いてます that が、 in action. このミラー And 配 with 信は that, 一足先に any 締めようと last 思いま words す。お疲れ before 様 we で close す。 out Moonboy this tournament? Well, I would like to thank everyone for supporting this. Thank you to the APAC, region for you guys, always being so supportive of this broadcast, of the player, of the community, and even, the LRS again. But thank you so much for supporting everyone. Without you guys, this broadcast, this event wouldn't be possible. And and a big shout out to the production crew as well. So without you guys, this show wouldn't be that awesome. Yes, and of course, again, reiterating what Moonboy has said, the whole LOR community has made this possible as well. And thank you also to Riot for always making these tournaments. And what we're looking for is the rotation, because there are a lot of cards incoming for the next expansion. And hopefully that rotation will come to fruition and new